それでは、今回のワークショップの発表会を始めたいと思います。皆さんよろしくお願いいたします。で、今回、どういったワークショップかっていうのをざっと説明いたしますと、もともと京都工芸繊維大学で、各週ぐらいでフーディーニの、勉強会みたいなものをやっているんですけども、で、今もまだ継続中ではあるんですけども、そのそれ、基礎的なことをずっとやっていて、ちょっと間に、実践的なそうです。形を作る、機会も必要だろうということで、今回、井上さんと一緒にこのワークショップ企画させていただいて、主な目的としては、フーディーニの技術向上、っていうのを、一応、目論見みとしていますが、それ以外にも、今回ちょっと、新たな試みもしようということで、そのあたりちょっと簡単に説明させていただければと思います。で、VEX for Algorithmic Design っていうシリーズで一応講義を行っていまして、で、今回のワークショップは、それだけだと、ただ形を作るだけになっちゃうので、せっかくならそこで作ったモデルを使って、インタラクティブな仮想空間をデザインしてみるっていうのをテーマに、考えています。で、そのお題として、一つの建築物とかだとちょっと限定されすぎなので、ちょっと広めに考えて、仮想空間上に自分が考える万博の会場を作ってみるというお題で皆さんには考えていただきました。で、条件としては、一応フーディーニの事業の延長ということで、空間デザインの過程でフーディーニをどこかで使っていただきたいと。プロシージャルなシステムをどこかで組み入れられたらいいなという話。で、かつ、作った空間っていうのを、UEFN と呼ばれるフォートナイト用のアンリアルエンジンっていうのがありまして、フォートナイトっていう、オンラインマルチプレイヤーゲームの、空間、ワールドを作ることができるゲームエンジン。そこを経由でフォートナイトのワールドを作ってもらうっていうのを今回は、条件としました。フーディニっていうのは、授業で使っているプロシージャルなモデリング、あるいはアニメーション作成ツールで、結構その、ロジックを組み立てて、で、そのロジックをもとにモデルを組み立てていく、アニメーションを組み立てていくっていうのが得意なツールです。フォートナイトっていうのは、エピック社が出しているは、マルチプレイヤーゲームで、バトルロワイヤル式のゲームなんですけども、最近、このアンリアルエディター for Fortnite っていうのが発表されて、アンリアルエンジンっていうのは、ゲームエンジンになるんですけども、そのゲームエンジン、フォートナイトのワールドを作るのに特化したゲームエンジン、ということになります。で、それを今回は使ってみて、フォートナイトのワールドを作ってみようっていう話です。で、それぞれ、チームで一応目指したい部分っていうのはそれぞれ違うと思うので、人によって BEX の技術上げたいとか、ちょっと UEFN の方に逆に興味があるとか、あるいは社会的なテーマをちょっと可視化してみたい。自分の研究と何かしら結びつけてみたいみたいな、それぞれの思惑があると思うので、そこは自由に設定していただいています。で、ルールとしてはさっき最初に、言ったように、持ち時間計30分で、最初の10分で動画含めてプロジェクトを紹介してもらうと。でその後20分で、各チームのフォートナイトのアイランドに公表者含めて入って、そこで公表をしてもらう形になります。で、その開始10分の動画含めてプロジェクト紹介の段階で島コード、フォートナイトに入るための島のコードはみんなにシェアしていただいて、そこに事前に入っていただければ、その後の20分の公表がスムーズにいくかと思うので、そういう流れで各自お願いします。で、チームによっては複数の島コードを、持っているところもあるので、どの人がどこの島に入ってほしいのかっていうのもその時に指定してください。で、チームの発表の流れとしては、チーム A、B、E、F という形で、アルファベット順に進んでいければと思っています。で、今回、
この公表、このワールド、このプレゼンテーションの公表に、3人ちょっと参加していただきました。ありがとうございます。1人は佐野小太郎さんというシンフラックスの方になります。で、もう一方は木内俊勝先生、京都工芸繊維大学の、皆さん知ってると思いますけど、先生です。で、あと多分の後から、ご参加されると思うんですけども、津田和俊先生も後からちょっと参加していただくことになっています。この3名から、それぞれの、分野が異なる、それぞれ分野異なる方たちなので、それぞれの見える視点からちょっとワールド評価、プロジェクトを評価してもらえたらなと思っています。で、僕と井上さんもそれぞれ、自分たちの視点でちょっと公表できたらなと思っているので、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、じゃあ A チーム発表を始めさせていただきます。ワールドのタイトルを沈みゆく万博、命輝く未来社会と題しまして、チーム A を代表して榊原、広内、持丸が発表させていただきます。よろしくお願いします。はじめに今回制作したワールドのシナリオについてお話しします。万博は未来社会のために設計され、それを伝播するための存在であったが、人為の領域を限界まで突き詰めたことにより、すいません。人為ではコントロールできない現象である災害に見舞われて沈んでしまいます。しかし、その沈んだ万博は、万博の実存的存在であり、非人間を社会空間に内包したエコロジーの媒質的存在として前景化され、真の意味での命輝く未来社会となります。要するに、海に沈んだワールドとそこでの経験をプレイヤーに見せることで、人間だけの都合で作った万博及び埋め立て地である夢島の新たな要素を発見してもらうことが狙いです。このシナリオをもとに、ステーブルディフュージョンにキーワードを打ち込み、複数のイメージを生成しました。今ちょっとまずいですね。いいですかね。いくつかのキーワードの組み合わせを試し、シナリオのイメージに近いものが生成される。これ4時か4時半です。繰り返しました。あ、ごめんなさい。聞こえてますか？発表聞こえますでしょうか？あ、全然問題ないですよ。聞こえてますよ。ごめんなさい。次にワールド全体の体験を形作るコンセプトについてお話しします。夢島は大阪市内で発生する一般産業廃棄物や建設残土、大阪湾の機能を強化するために必要な浚渫土砂の処分場として整備され、1977年から護岸工事に着手し、埋め立てられてきました。2025年の万博に向けて進められる会場の整備によって、人為によって形作られる人間の活動領域と、その外の人間不在域としての海との境はより明白になってきています。自然災害と人工島に浮かぶ万博会場という人為を突き詰めたことの相互連関により、夢島は海に沈んでしまうというシナリオを考えました。予期せぬ沈没の結果、人間とそれを取り巻く周囲の存在の生きる領域は同じ海の底で混ざり合うことでしょう。次にワールドの断面を用いながら沈んだ万博会場でどんな現象が起こり得るか、チャット GPT とともに作成したシナリオからいくつか説明します。まず、自然災害によって埋め立て地の高さを超えた海は脆弱な構造物を流したり壊したりすることでしょう。それからしばらく経った埋め立て地は人間以外のさまざまなものによってだんだんと姿を変えていくでしょう。例えばここに書いてあるような、他の食生物が住み着いたりだとか、あとは万博を埋め立てるときに汚染物質を含めた土砂を使っているんですけど、その埋め立て地から出てくる汚染物質を食べて生物が死んだり、またキメラになったりするのではないかということなども考えていて、ワールドにはこのように沈んだ人工物が既存の環境に与える影響をできるだけ反映しようと考えました。次に万博会場である夢島が浮かぶ大阪湾の海流をモチーフにしたワールドの設定について説明します。今回のワールドの敷地である夢島は、大阪湾をめぐる大きな海流と湾に向かって流れる2本の川の流れがぶつかる流れの合流地点に位置します。で今回はその流れをワールドスプラインを上流に見立てた5本のパスを、万博メイン会場の広場を出発点に
回廊の中を張り巡らせるということで設置しました。このように5本張り巡らせているという感じです。で、次にこのワールドのストーリーと体験をつなぐ軸となる漂流という体験について説明します。この漂流というのは、既存の移動経路によって固定化されてしまうその万博の見え方であるとか環境の認識を解体するために今回設定しました。で、既存の万博が歩くという経験しかできないのに対して、ワールドにあるパスに身を委ねて漂うという経験を通して、その万博の会場及び周辺の環境の認識を解体できるのではないかと考えました。で、プレイヤーは漂流という経験を通して人間の意図した万博という機能の外側にある環境やその他の存在と向き合い、人間社会と客体化された自然という断絶した認識を超えていくでしょう。はい、次に作業過程についてお話しします。はい。大阪万博のパビリオンの配置図をもとに、夢島と建物の平面図を作って、ライノで作ると、ジオメトリは使い慣れてるライノセラスとグラスホッパーで作ってるんですけど、各パビリオンの詳細についてまだ出ていなかったので、どんな建物になるか、どんな高さとかみたいなことまでは分からなかったので、グラスホッパーでランダムな高さにエクストレードして、ざっくりとした景色をまず作りました。で、今回、実装 UE で行って、シミュレーションソフトとしてフーディニを使用しました。潮流の流れがどうなるかっていうのをシミュレーションとしてフーディニを使ったんですけど、はじめに、フーディニにそもそもあったアセットでフリップフルイロっていう流体のノードがあったので、それを使って取り組んだんですけど、うまくいかずに、堀川さんに相談して、DEX を用いたシミュレーションに変えるって流れで取り組んでます。あれ。はい、フーディニ内には、流体のシミュレーションのアセットがいくつか存在し、そのうちのビーチタンクというノードを用いて潮流のシミュレーションにトライしたんですけど、これは、流体をパーティクルで表現して、その動きの一つ一つをボクセルで計算していたので、スペックの高い D ラボのパソコンでもかなり重たく、ここからさらに大阪湾の流れを追加したり、今これジオメトリを、100分の1か1000分の1にしてこれくらいなので、さらに大きくしたり、あるいは波を小さくしたりみたいな調整を加えたときに、多分もっと重たくなりそうだなと思ったので、ちょっと方法を考え直そうと思って堀川さんに相談したところ、DEX を用いた流体シミュレーションが作れるということで、DEX でまず、潮流のパーティクルが障害に沿って曲がるルールを作っていただいて、で、そのパーティクルの動きを波面に投影した線っていうのが、今、画面に表示している感じなんですけど、そういったデータを作っていただきました。で、さらにそこからちょっと海の領域と高さを建物にかぶるように調整して、各パビリオンにぶつかった潮流がどう流れるのかっていうのを分析してみたんですが、建物の合間を縫うようにきれいに3本の流れに分岐して、渦や対流になるような箇所は見られないという感じでした。はい。で、次にアンリアルエンジンとフォートナイトで行った作業についてお話しします。で、今回はその海中っていう表現をポストプロセスボリュームで行いました。で、この理由としては、実際に海の中の水をボリュームというかアセットとして置いてしまうと、ワールド内での動きが制限されてしまうということで、このようにしました。はい。で、先ほどもお話ししたように、ウィンドスプラインを潮流に見立てて、そこを、ワールドの中に張り巡らせるということをしたんですが、結構高さの操作であるとか、流れ同士がぶつからないようにするっていう調整に苦戦したというところがあります。で、これ本当は、先ほど広内さんがお話ししてくださったフーディニのそのシミュレーションを反映したかったんですけども、意外と単純なパスしか今回は見出すことができず、結構自分たちで描いた線をそのまま体験として与えるというような形になってしまいました。で、
アンリアルエンジンから UEFN へアセットを入れるときに結構容量が大きいものが多く手こずってしまうことがあったりだとか、それでも一個ずつこうテクスチャーを LOD バイアスを0から1とか、なんかいろいろ調整して入れようなど試行錯誤を行いました。で、UE から UEFN に入れるときに、そのマップ内に配置してセッションをつなぐ際に様々なエラーが発生してしまって、でそこでテクスチャー解像度をはじめ、その他多くのエラーの対処を続けたんですが、結局マイグレーションできないものが数多くありました。で、今回共有作業であったので、リビジョンコントロールの管理が非常に大事だなと思って、それでなかなか入れなくて作業が止まってしまうみたいなことがあったので、以降気をつけてやっていきたいなと思いました。で、これで一応ワールドの制作まで発表終わって、大体9分ぐらいなんですけど、ちょっと簡単にワールドどのようなものかツアーの前に説明させてください。はい。はい、ワールドは大阪万博の大きな特徴といえる巨大な回廊の一部から始まります。回廊からは万博全体を一望することができます。万博会場の上部でうごめいている海流の渦もここから見て取れます。過去の万博においてもこのような異様に大きな回廊は象徴として設置されてきました。スポーン地点から回廊を進むと万博にまつわるいくつかのイメージが配置されています。過去の万博の様子であったり、大阪湾の上流が記された地図などバラバラに散りばめられたイメージを縫って歩くことで、プレイヤーはこれから遷移する万博会場へイメージを膨らませながらワールドの没入感を高めていきます。万博会場へ遷移すると、パビリオンの内部へランダムでワープします。建物を出て上を見上げた瞬間、プレイヤーはうごめく波の音を皮切りに異様な変貌を遂げた万博会場の様子に気がつくでしょう。会場内には世界各国の多種多様なパビリオンが立ち並んでいます。時間とともに侵食された建築物は部分的に崩れ傾いています。万博会場を探索していると、ほとんどのプレイヤーはこのように激しい海流に巻き込まれてしまいます。潮流へうまく乗ることができれば、このように一般的な視点で会場全体を眺めることができます。今回のプロジェクトは研究室の先輩である UE に精通している小野里さんという人物の協力を得て、こうした形でワールドを作成することができました。はい、以上で私たちからのプレゼンは終了となります。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ、ちょっとその、書いてある島コードに皆さん、まだ入られてない方は入っていただいて、その中で実際にちょっと牽引していただければと思います。見えてます。見えてます。はい、サメを背負ってるのが堀川になります。サメ私も誰もいないかも。誰も。あら、やばい。先降りちゃった。ちなみにどれがどの方かわかんないので、発表者の方はみんな集まったらアピールしてください。発表者おそらくそこに入れてなくて、単独で今ちょっとワールドに入ってるんですが、ちょっと画面を見ながら、その共有されてるのを見ながら話してもよいでしょうか。はい、了解です。先ほど説明したスタート位置なので、まずワールドに入る前の段階になります。はい。ご自由に進んでいただければと思います。はい。写真が飾ってあって、これはなんだ、大阪湾。
左手に一応魚群を置いたんですが、これ本当はちょっと動かしたかったんですけども、ちょっとはいはい。なくって、ちょっと距離を置いて回路の外側に配置するっていうところで、ちょっと動いてる風に見えるみたいなことを。はいはい。うん、うん、はい、そこです。入ってみてください。おお。ワールドに来た。おへー飛んだ。なるほど。おーうん。で、先ほどの海流っていうのが、広場の中央にその入れる、そこ、はいそこです。密集させているので、そのあたりに皆さん行っていただいて、ジャンプで乗ってみて、あチャンス。おお、ー、どこにすごい上手になってる。長い。おーめちゃくちゃ飛ばされてます。結構怖いです。もうなんかあなんか落ちちゃった戦艦。あら。あ、これはいいですね。これはなかなか楽しい。なんか、なんだこれは。ちゃんと体験できてるのかよくわからないっていう問題があります。確かにこれ本当に乱気流に捕まってるような感じにはなってる。進んでいるのかしなるほど。あれも僕だいぶ見通し良くなってきた。ら。なんかその場で止まってるようにも。操作をしていただけると、海流を切り抜けられるかもしれないです。また。だから、そうか。前に進もうとすればいいんですね。これは知らない。ああ。これはどこかに到着するんですかね。もう乗ったら最後ずーっと動き続けてる感じです。すごい乗りこなしている。面白い。あ流されながら人と会ったら、人と会わないですね。合わないですね。多分すごい広い、すごい広いんでしょうね。いや、僕なんか今ちょっと建物の中に入ってるんですけど。これ、これパスがあるんですよね。一応そのパスに沿って移動するんですか？風のパス、風のパス。そうです、そうです。それにあからぶつかるは、ぶつかるぶつかる。あ、ガイドにはなってる。サメが迎えに来た。なんか特に見てほしいところとかってあったりしますか？普通に万博を歩くっていうのじゃない経験をただただしてもらうっていうことが目的で、でこれは風ではなく潮で、それをただ乗りこなしてもらったら、はいはい。ほう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 。おうおうめちゃくちゃメカメカしい。おう。うん。結構建物で見ると武器が置いてあったりとかします。あ、本当になんか、なかなか治安が悪いですね。戦いが。あ、誰かいる。でもなんか、説明で聞いてた時より、結構、なんか、ウィンドパスというか、この潮流に巻き込まれる感じっていうのは、すごく複雑な経験がありますね。確かに。なんかやりたいことにはなんかすごい忠実にできてる感じはしますね。なんか、本当に自然の猛威にさらされて、それをただ漂うみたいな感じになります。はい。本当は広場だけじゃなくて、もっともっとたくさんパスが張り巡らされてて、こういう今歩いてるみたいな自由度が誰かいる経験されたワールドを作りたかったなというのがあります。なるほど。これちょっとこれ設定の中ではこれ水の中っていうことになってるんですよね。そうなんです。水でちょっと潮流に見えるんじゃないかということで使ってみた。はいはい。なるほど。
この一番やりたかったことは、この歩けないっていうか、この潮流に乗って展示を見るっていうやつをやりたかったってことですか？はい、そうです。なるほど、なるほなんかでも、あれですね。それで言うと、こう、歩いている時に、なんかもっと積極的に騙されたいような感覚もありますけどね。そうですね。今ちょっと狙って入られてますよね、仕様。その確かに。流れにこう乗っている、なんかそのサーフィン的な気持ちになってる時と、非常に落ちてしまって、こう、なんかこう探索をしている時の、こう間に乖離が若干ありすぎるような感覚は。そのなんかワープみたいなものも置いて、こう潮の流れ降りたのにワープに捕まって気づいたらもう潮の入り口に立っててまたすぐ流されるみたいなこともできたらいいなと思ってたんですけど、はいそうですね。出た先であんまり自由度がなさすぎてもどうかっていうこの自由と制約のバランスっていうのが結構難しくて、今回割と制約が弱くなってしまったなというのは作ってみて思ったところです。そうかもしれないですね。これ、フーディーニのパスは、ちょっと技術的な話の方を言うと、フーディーニで作ったそのフローみたいなので、ひろうちさんに渡したのはあくまでなんていうんですかね、すごく速度の速い計算の仕方みたいな感じで、そんなに、正確というわけでもないので、それがそのまんま正しい流れっていうことでは一応ないっていうのは言っておこうかな。なんかそれで多分こう速さとかあとその河川の向きとかもパスをIGS 化したやつをあれもう少しその川の流れとかをもっと細かく分けて線につなげて貼ったら複雑になるかなみたいなので貼ってみたりしたんですけどなんていうかパーティクルが馴染むように流れを追加するみたいなところまでちょっと自分ができなかったところがあって、なんかそこの多分できるやり方をさえ見つかればなんか面白い流れになったのかなとは。結構その外部ソフトからこのパスを持っていくのも相談されてた中では結構難しそうみたいな話もあって、多分このパスはアンリアルエンジンでまた一から書き直したっていうことだと思うんですけども、それはそれで。アンリアルエンジン、そうですね。勝手に書きました。フォートナイトとかフーディニを使って、そのワールドを漂流、さっきプレゼンでおっしゃってたような漂流するとか、ユーザーが勝手に飛ばされるみたいな体験は結構面白いなと思いました。で、万博要素がちょっとまだよく分かってなくて、つまりその万博要素がよく分かんないっていうのは、その体験のレベルで言うと、なんていうか、漂流するのは、分かるんですが、漂流して何を見ればいいか分かんないっていう問題があるんですね。つまり体験の動きを設計できているところまでは言っていて、その博覧会の何を見ればいいかちょっとまだ分かんないんですけど、このさっきプレゼンでおっしゃってたのは、その沈んじゃったので、逆説的に未来を表現しているっていうことなんですかね。本来の万博とは違う、普通歩いたり展示を見るっていうところを全くさせないことによって、その万博が人間が意図した機能を捨て去ったただの環境として立ち現れるみたいなところを意図していたので、結構割とワールドに置くアセットとかはもう本当にあるやつで全部やってたぐらいにこだわりがなく置いてしまったんですが、確かに指摘の通りどこを見たらいいのかっていう見どころがない中で漂流ばかりをしているっていうのはなんか、そんなような気もしてしまいました。なるほど。その万博のなんか命輝く未来社会みたいなテーマに対してなんか真の意味で命輝く未来社会、海に沈んだらなるみたいな、そのプレゼンの中でキメラとかが生まれるとかあったので、なんかそういう生き物とかでなんかそれこそ人間がちょっと
ゾみたいにしちゃうようなこう生き物はい。がこううようよしてたら、なんかよかった。はい。そうですね、確かに。なんかよくさっきプレゼントでおっしゃってたような、よくわかんない生き物がいて、なんかこう、やばい世界が生まれてるみたいな、まあ、そのフーディニの、こう、成熟っていうか、その使い方の成熟っていう、そのワークショップの目的だと思うんで、その体験とか、アバターがこう勝手に流されちゃうっていうのも設計されてるところは素晴らしいなって、万博要素ですね。コンセプトでおっしゃった生き物とか、その沈んで荒廃しちゃった建物がこう見れるっていうふうになると、万博なんだな、みたいな。逆説的に万博になってんだなっていうのがわかるっていうのがあると思いました。はい。僕もちょっとその辺のトピックが、なんか一応なんて言うんでしょう。この課題がさっきもね、まあ言った通り、まあもちろん、フーディニであり、アンリアルでありとかっていうところの技術向上っていうのはもちろんあるんですけど、ちょっと大真面目にそのトピック立ててくれたものに反応してしまうと、やっぱりこう、僕はなんていうか、コンセプトの時点でやっぱすごい面白いと思ったことっていうのは、いかに、その万博っていう施設の経験の仕方が、その水の中に沈んでしまうっていうことで変わるのかっていう部分だと思ったんですよね。で、その中に人間が何かを体験するとか、価値をこう享受するみたいなことのあり方が全く変わってしまうみたいなことが、どれぐらいこう表現されてくるのかとかっていうのが、すごく興味のあるところで、で、結構漂流するっていう体験が、やっぱりパンチが強いし、それを結構やれてる気はするんですけど、なんかやっぱりこう、さっきも言ってたんですけど、歩いてる時に妙に自分がやっぱりコントロールできてしまうっていうこととか、汚染っていう問題に対して、なんかこう、ある場所に行っていく、なんていうの、近寄ることで自分がこう死んでしまうとか、なんか、そういうこう、なんていうんでしょうね。まあ、それをこう、どうシミュレーションできるのかみたいなことが、次のファクターとして入ってくるとすごい面白かったのかなっていう気はしていて、つまり、どう不確定性みたいなものをデザインするんだけど、なんかこうしないのかっていうか、なんかこう、どう、何か組んだ仕組み自体が自分たちの予想を超えてくるような反応を引き起こすのかとか、そういうところができてくるともっと面白かったのかなっていう、もうすでに結構面白いんですけどね。井上さんは何かありますか？僕はそうですね。まあなんかすごいディティール的な話なんですけど、なんか初めの回廊のところの、アプローチが、なんか結構短いなって思ったりとかしてて、なんか僕なんかまだあるのかなと思ってずっと回ったりとかしてたんですけど、確かに僕もなんか複数ワールドがあるような感回廊覚には。めちゃくちゃ長いのに、すごくそこまでが短くて、で、あんだけ長く作ってるんだったら何かしら、まだそこの中にコンテンツ入れてもいいんじゃないかなって思ったりはしました。そうですね。確かに。なんか本当は、回廊を牢獄として、もうちょっとその下に落ちる柱とかに階層とかを絡ませて、中がものすごく不活性な牢獄になっていて、外側が魚とかが生きる、こう循環する場所みたいな対比を作ろうと思ったんですが、ちょっとそこに足らず、あんまり回廊っていうものの体験がぼやっとして、結局なんかスポーン1の役割を担うぐらいになってしまったので、体験の多さはあってもいいかなと思いました。あとなんか、一回降りちゃったらそこ戻れないっていうのもなんか、もう一回見たいなって思ったりとかしたりとかして。なるほど。はい。あれもしかしたら螺旋状にして下まで続いてたりとかしてもいいか、よかったのかも、みたいな。回廊じゃん。まあまあ。普段よくストーリー強めのゲームをプレイするんですけど、
そのゲームの最中にストーリーを埋め込むのって結構大変ですよね。その最初のスポーン位置で、謎の岡本太郎の写真とかがあったと思うんですけど、あれを廊下に立ってるっていうだけじゃ、ちょっとなんか展示としてももったいない感じがするんで、ゲームの中で、よく用いられる、情報の置き方、例えば、写真が落ちちゃってユーザーが拾えるようなとか、ゲーム、ストーリーシーンが謎に始まるみたいなとか、最初にゲームっていうのフォーマットで発表するっていうのが、もし分かっていたのであれば、その性質をうまく利用して情報を見せるっていう風に、デザインしても面白いのかなと思いました。ありがとうございます。結局2週間ぐらいしかなかったので、その中でこれだけやったのはすごいですね。2週間ですごいですね。僕自身 UEFN を初めて触って、それでここまでできているっていうのはかなり僕としても驚きなので、そこは素直に評価したいと思います。はい、素晴らしいです。プレゼンの設計プロセスのプレゼンもすごい素晴らしいなと思いました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。他に皆さん特になければ次のチームの発表いこうと思います。はい。では、都市生成実験場と題しまして、チーム B が発表させていただきます。よろしくお願いします。まず背景ですが、今の時代を象徴する、万博会場とは何かと考えたときに、2025年の万博っていうのは、大阪湾上に埋め立て地の夢島を作って、仮説的な建築を作るあり方、ノーコンテクストに近い場所を会場にすることで、そこに立つ建築が、実験的な建築で仮説的であるとわかります。で、そういう今の大阪万博のあり方っていうのは、現実社会で取り組まれる建築や土木のようなあり方よりも、バーチャルな空間でゲーム的に建築する、マインクラフトのようなあり方に近いのかなと感じました。そこで、ゲーム感覚の万博を提案すると、この万博の魅力の一つとしては、バーチャルな空間が現実では不可能なことを可能にする実験の場という性質を持っているということと、そして、そんな自由な場所だからこそ、自発的な遊びが万博で可能になるということと、そして最後に、ワールドワイドに開いた提案の場のことで、世界中の人が提案の機会を手にすることができるということにあるのかなと考えました。で、そういう背景を踏まえて、生成 AI が覆す都市の固定概念をコンセプトに据えています。都市には、その街並みを守るために、景観規制やそれにまつわる条例が多く制定されていると思います。で、一方で、それによる、都市の固定概念みたいなものも生まれて、それが、強化されるのではないか。で、この万博では遊び感覚で街並みに、人が気軽に手を入れることで、いつもと違うビジョンが見えてくるのではないか。で、現実ではできないことも許される、実験場ではないと、考えています。都市には、その美しい街並みを守るために、先ほど申し上げた条例などがありますが、この万博では、その現実世界に立脚した 3D スキャン点群と、AI が様々な国のイメージを言語化して、立体化した点群をコラージュすることで、その遊び感覚で街並みに手を入れる。で、それと都市の固定化された外観イメージを容易に壊すことができて、そこに新たな街の景色の可能性を、ここで示してくれるのではないかと考えました。続きまして、このプロジェクトで行った、技術的な挑戦について、発表させていただきます。まず一つ目が、AI や機械学習を用いた、仮想点群の自動生成の、プロセスについて。で、二つ目が、点群データ、大容量の、データになってきますので、こうした大容量点群データの、ゲーム環境への適用について、発表します。
でまず、仮想天群の話の前に、仮想天群とコラージュする現実の都市空間の、天群データについてですが、こちらは、昨年 D ラボのプロジェクトで取得したものを使用しました。こちら、実際に都市の 3D スキャンやその後の編集をしている様子になっています。で次に、仮想の天群の作成についてですが、ここでは対話型の AI と画像生成 AI を用いました。天群作成のために、まず、対話型 AI を用いて、画像生成に用いるプロンプトを自動で出力しました。今回はチャット GPT に、京都らしいもののような、ある都市らしいものというお題で、ワードを、世界各国10都市についてそれぞれ100個ずつ、合計1000個のワードを列挙させ、これらのワードを、画像生成 AI のステーブルディフュージョンに入力することで、画像を生成しました。でこの生成した、画像を、自動で3次元天群に一括で変換するシステムを、Python を用いて、構築しました。画像の3次元天群化は、被写体の、深度推定を行う機械学習モデル MIDAS を用いて、ガスの奥行き情報を取得することで行いました。ただ、これだけでは、建物の周りの、道路の面であったり、背景が映り込んでしまっていますので、こうした場合に対しては、画像のセグメンテーションを行うことで対処しました。でこの画像のセグメンテーションには、セグメントエニシングという、セグメンテーションモデルを用いました。でここで生成される、マスクを適用することで、自動で、天群に対してノイズ除去を行うというような処理を行っています。以上のような操作を行うことで、完成した現実の天群と仮想の天群、それぞれこのような状態になっています。でその後の、天群のコラージュについてですが、フーディング上で現実の天群と仮想の天群をコラージュしました。ただ、仮想の天群にはスケールがないので、このスケール調整や、配置に関しては今回はマニュアルで行っています。フーディングはですね、ライノなどのモデリングソフトとは異なって、マニュアルな天群の移動や削除もフローに記録されて戻ることができるので、今回は、作業する上で非常に役に立ちました。また、その後、天群を、グリッド上に載せた上でボクセル化して、2種類の天群の、仮想と現実の天群の表現を統一し、また、ボクセル化によって重なった面が生じるので、それらを削除することでデータの軽量化を行いました。また、ポリジョン判定に使うためのボリュームと合わせて、フリーから FBX ファイルで出力し、ゲーム空間へのパブリッシュを行いました。今回は、エピックゲームス社の、オンラインゲーム、フォートナイトをゲームステージとするので、UEFN というゲームエンジンに FBX ファイルを、インポートして、この中で最終調整も行っています。で、今後の課題と展望についてです。まず、今回課題となったのが、画像からの天群生成する上で、いくつか失敗例というものがありました。球体の、例えばドーム建築のドームのような球体の 3D 化であったりだとか、建物を、斜めに捉えているような画像の、天群化についてはあまりうまくいかなかったので、こうした画像に関してはマニュアルで除いて、素材に用いました。また、セグメンテーションの将来性としては、今後、意味情報の検出ということもしていきたいと考えています。こちらの画像では、例えば B の画像であれば、車は同じマスク、人は人で同じマスクというように、ちゃんと画像の中から意味情報を検出しているので、こうしたことができれば、さらなる展望が見込めるかなと考えています。また、今回、仮想天群がノンスケールなので、こちらに関してはマニュアルで配置やサイズを調整しましたが、先ほどのセマンティックセグメンテーションを組み合わせることで、これらの自動化もできるのじゃないかというふうに考えています。また、今回、フォートナイトというゲーム空間で、天群をそのまま表現することができなかったので、ボクセル化した上で、表現を行いましたが、今後、ナイアガラシステムのような開発によって、より軽くて、精度の高い天群の表示が可能になるというような可能性もあるかと考えています。はい。続いて、以上のスライドでのプレゼンを受けて、続いてフォートナイトでのワールドツアーを行わせていただきます。まずはじめに、ワールドであるロジ空間を歩き回る1分強の動画を作ったため、そちらをご覧ください。その後、フォートナイト空間に移動して、レビューなどを行っていただこうと思っています。ワールドに入ると、ロジ空間の上空に飛ばされるので、ダブルキーを押して一歩踏み出すと降りることが、すいません、動画がちょっと止まってます。
これ起動したんですよ。すいません。はい。ワールドに入ると、ロジ空間の上空に飛ばされるので、ダブルキーを押していただくと、一歩踏み出して降りることができます。ボクセル化したロジ天群の中に、いくつかの生成 AI 由来の天群が埋め込まれています。今、左手に見えるものなどがそうですね。で、この赤と青の派手な建物は、エジプトカイロの家として AI を通して画像生成したものです。で、ずっと路地を走っていきます。路地の大まかな形をとってエクスポートしたボリュームでコリジョン判定をしているので、路地空間の外に出ることはできません。で、足元に時折見える赤色は、この路地空間にもともとあった防火用の共用バケツです。で、また路地に特徴的な鉢植えの溢れ出しなども、このスケールでも観察することができます。で、ずっと走っていって、そのまま走っていくと反対側の端に出ました。で、この、右に見えるすごい派手な建物が中国北京の家として、画像生成されたものです。で、日本の街並みを舞台に世界の家がパビリオンとして並ぶバーチャル万博会場を作ったというのが、私たちの制作物になります。ありがとうございます。じゃあ、ワールドに入りましょう。はい。持ってる人いる、本当に。ああ。おう。めちゃ共有してる。HP が。はいはい。なるほど。おこれ画像生成 AI で、書き出した建物のファサードって、これ何個ぐらいで最終的に適用させたんですか？適用した、今回ワールドに載せれたのは6つ。はい。はい、ちょっと、はい、まあ、データが重かったりしたっていう、そういったところのちょっと限界もあって、画像自体は本当に1000枚とか書いたんですけども、最終的に載せれたのは3つだけっていうなるほど。まあ、そもそも立体化した時の精度の問題とか、確か1000個画像生成して、そこから立体にちゃんと100個とか。1000枚中、まあ、100、10分の1ぐらいですね。しっかりと立体の状態になったのは、10分の1ぐらいですかね。そこから今回、ロジ天群の中に、まあ、パビリオンとしてこう落とすにあたって、周りの街がある程度スケールがあるものっていうふうに恣意的に選んでいって、まあ、6個だからを今回置いてます。一応なんか、置いていった、その、建物の該当する国っていうことだと、さっき言った北京、中国の北京とか、エジプトのカイロとかの他だと、ブラジルのサンパウロとか、モロッコのカサブランカとか、了解です。その辺、あとメキシコとかですね。すみません、さっきの枚数の話なんですけれども、1000枚画像を書いたって言ったんですけども、最初、まあちょっとコンセプトとか固まる前に画像は1000枚書き出させたので、全部が建物の画像かというと、そうでもなくて、なので、まあちょっと、まあ10分の1ぐらい使ったっていう話、3D の建物にできたのはできたんですけど、そもそも建物の画像自体が1000枚もなかったんで、ちょっとその割合に関してはすいません。さっき不正確なこと言ってしまったんですけど。はい。まあ、そうですね。それぐらいのことをやってました。なるほど、なるほど。ありがとうございます。はい。既存の天群データの中に、まあ、AI で生成した画像からのデプス、まあ、その天群をコラージするっていうのは、まあ、この解像度感で見ると結構面白く見えますね。まあ、そんなに違和感もない。まあ、よく言えば、もっといろいろ見たいっていうのはあるんですけど。そうですね。ちょっと、もっと広い方が良かったなっていうのは、チーム A のやつを見ていても思ったところです。はい。あるいは、その同じところに、まあ、この一つのカラフルな建物があったとして、まあ、それを、まあ、形変えてみたらどういう見え方になるのかとか、どういう感じ方になるのかっていうのもちょっと気になるなっていうのもあったりはしますかね。ただこの表現の仕方は個人的には結構好きですが、なかなかレトロな感じもありつつ、いい感じではありますね。
まあ結構その京都の裏路地の範囲が結構広い気もするかなっていう。コラージュ感というよりはちょっと間に挟まっているだけっていう、まあ、割合としてはそんな気も、ちょっとそこら辺がもったいないかなっていう気はしたりしますかね。なんか、あれっすよね。まあ僕、なんだろう、まあいろんな話があるんで、いろいろこう議論のしどころがあるのかなと思うんですけど、僕もボクセルが結構なんか、案外面白いのかもなと思ったときに、なんとなくその、ボクセルありきの、まあその、なんていうか、重なりを検出するためにボクセルにしましたっていう話で、まあそれはそうなんだろうなと思いつつ、なんかこう、まあボクセルだからなんかできるこのコラージュの仕方みたいなことも一歩踏み込んで考えた方が、なんていうか、まあ面白かったのかなと思ったんですよ。っていうのも、まあ、やっぱりこう、その、現実の不可能を可能にするみたいな、なんか最初の話もありましたけど、やっぱりなんかこう、どうこう、一緒に置くっていうコラージュっていう感覚があってもいいけれども、なんかそれがこう、どうこの中でしかなんかこう、生成し得ないなんて言うんでしょうね。化学反応みたいなのを引き起こすのかなっていうことを考えたときに、なんかある、例えば特徴量を拾って勝手にこうコラージュされてしまうとか、結びついてしまうとか、で、それによってこう、生成されたものがどうその今の既存のものの中に埋め込まれるのかとか、生成されたもの同士が溶け合って別のものになるのかとか、そういう次元の話もあるなと思っていて、で、それがだからこう、もう画像のレベルで、まあ要はプロンプトのレベルでやればいいんだよっていう話もあるかもしれないし、やっぱりこういうボクセルになったからボクセルの単位を使ったなんかこうコラージュの組み合わせみたいなことがあっても面白いような気もしたし、なんでそこは、なんていうかこの持ってる空間の面白さをこう、作っていくとか考えていくっていうことで言うと、結構考えどころのポイントになるんじゃないかなと思って見てました。なるほど。うん。ありがとうございます。ありがとうございます。個人的にすごく評価したいのは、まあ、画像生成 AI、生成 AI から生成 AI された画像から、点群に持っていくところのフローを、かなり高度な技術使って可能な限りオートメーションしてるっていうのはなかなか素晴らしいなと思いましたね。そうですね。デプスから点群、その3次元形状にするっていうのは、よくある手法だと思いますけど、それを、大体そこら辺をマニュアルでやっちゃうところを比較的、なんですかね、さっきも1000枚やったって言ってましたけど、自動化できる仕組みを作ってるっていうのは、実践的な面で言うと、なかなかすごいことだと思います。ありがとうございます。他でなんかもう少し3次元化っていうところで試せるものがあるとすると、例えば、ちょっと前から話題になってる NERF っていう、NERF っていう技術がありますけども、そういうのももしかしたら、使えるのかもなとは思ったりしましたね、こういうの見ると。なんか画像生成 AI だと一つの対象物を違う角度から生成するというのはなかなか難しいのかもしれないんですけども、逆にそれを無理やりやってみたときに出てくる三次元形状ってどんなんだろうとも気になったりもしたりしました。あえて正しいものを出すというよりはそこから出てくるものを使ってみるっていうのもありかもしれないなと。そこら辺ちょっと試すと面白いかもとは聞いてて思いました。ありがとうございます。はい。ちょっとそのあたりの 3D 化するときに、今回は奥行きを、機械学習やったんですけど、他の手法も、それこそ今教えていただいたネルクもそうですし、フォトグラメトリーとかもいろいろあったりするんで、ちょっとはい、そのあたりも、ちょっと何か試してみたいかなとは、はい、思います。ありがとうございます。堀川さん。はい。堀川さんがおっしゃったように、架空の建物とか、建築物を
のイメージを作るのに、技術的に使った、使用したテクノロジーとかのご説明、すごい面白いなと思って聞いてました。で、この都市っぽいとか、この国っぽい建物みたいな、そのイメージを抽出して、住宅の画像を作ってっていう過程だったと思うんですけど、割とこう、なんていうか、都市に住んでいると、その日本家屋とか、その日本の従来の建て方で作られている建築物と、あと西洋風のとかヨーロッパ風のみたいな建物が横に並んでいるっていう状況とか住宅地って結構普通にあるじゃないですか。はい。なんかこう、めっちゃ普通のこう、ハウスメーカーとかが作ってますみたいなやつが、いろんな種類のピンクの建物の横になんか茶色の木の建物があるみたいなやつって割とこう、住宅街でよく見る風景になってると思うんですけど、それとの差異がちょっとあんまりわかんないなって拝見して思いまして、なんかその、町屋が変に混ざって、その GAN とか生成 AI で出た建築物と混ざってよくわかんない町屋になっているとか、その、横に並んでいるっていう風なのは、まあ、なんかあるなっていうか、まあ、わかるっちゃわかるなっていう感じなので、なんかその、風景の違和感がもうちょっと設計できると面白いのかなと思いました。多分なんか僕もそれ、まあそんなようなことをさっき僕も言いたかった多分気持ちがあるのは、なんかその必ずしも並んでるからダメっていうことでもない気がするんですよね。なんかその、混ざったら面白いのは可能性としてやっぱりあるなと思うし、ただなんか結局ここに置くみたいななんか概念が人間にある種こう委ねられちゃってるような側面があって、なんかこの環境を読み取ったときに、勝手にこう、引っかかりが見つかってしまうみたいな、なんかこう、ことを取り扱っていけると、その、固有の状況みたいなのがこの中に発生する可能性があって、この、なんか生成されたボリュームが、この建物のここだからこうやってはまってしまうんだとか、なんかそういう現象が多分見たいみたいな気は僕もしました。なるほど。そうですね。なんかその一種、生成した AI 由来の点群をこう、実際にスキャンした点群データのどこに置くかみたいなのを、まあ、自動化というか、まあ、そこら辺の設計を、コンピューテーションも交えてやるっていうのは、多分それをしようとすると、セマンティックセグメンテーションとか、最後の方でなんか今後の課題として挙げていたところがあると思うんですけれども、それでこう、そもそも今生成 AI 由来の点群がノンスケールで、そこをマリアルでこう引き伸ばしてみたいなところからがもう人の手に揺られてしまっているので、なんかその辺からこう機械化できると、その先にあるこう配置の機械化とか、コンピューテーションとか、その辺にもこう可能性を今後見出せるのかなっていうふうに、今のお話聞いて思いました。ね、そうかもしれないですよね。まあ、一応なんか今回の配置はマニュアルで僕が決めたんですけれども、こうなんか意図としては、まあ、町屋が並んでる路地の中にもこう町屋でない建物、この場合確か工場だったかな、ホテルかがあったんですけど、まあ、そこを取り壊して代わりにこういう生成由来ベースのものを置いたみたいなところです。なるほど。ある種じゃあ、現実の状況に寄せていってるんですね。なんというか。そこを微妙にずらすみたいな。それのなんか、万博っていうのはどの辺が万博要素？このワールドの万博らしさみたいなものですか？万博らしさというか、これを万博として作ってらっしゃるということだと思うんですけど、はい。どのようなことを伝える万博なんでしょうか？そうですね。まあ、今回は例として京都の路地空間を使ってみたんですけど、まあ、結構、まあ、これはほんの例に過ぎなくて、まあ、いろんな都市でもうなんか、まあ、できる話なのかなとは思ってて、で、そこに、実際の都市に対して、
まあ、AI で作った、まあ、その国らしさみたいなものを組み込むことで、なんかこの街って、なんかこういう景色がその並んでるけど、案外これが入ることによって、案外自分の国の建物か他の人の国が入ることによって、なんかこういう、なんか例えば色の可能性とか、こういうなんか、まあ、この路地空間ではその平入りになっていますけど、なんか妻の建築がこう、なんか並んでるのもなんか面白いなとか、なんかそういう違和感を楽しむ場として、なんか結構、なんかその万博として意味があるのかなっていうところと、まあ、その世界中の人が提案できる場みたいなものを用意したくて、例えばその AI からその一連の流れとしてその生成できるみたいな話があったと思うんですけど、それが例えばいろんな人が実際に作ってみて、そこに埋め込むっていう作業をやってみるっていうのが、なんかまあ、実際の都市ではできないことが、ここではできて、案外面白い。で、その面白さが実際の社会に影響を持った意見として、生まれたらいいなっていう具合に考えていました。すみません、ちょっと付け足しで、まあ、その観点から言うと、ちょっと今回できなかったんですけれども、ゲームを遊んでる人たちが、例えばなんか、クリックすることで、その土地に違う建物を新しく作れたりだとか、っていうようなことをもうゲームの中でインタラクティブに、どんな人でも簡単にできるようなコンテンツとして、ちょっと今回そこの機能まで実装できなかったんであれなんですけれども、ということができていると、どんな人でも街に対して提案できるみたいな、そういうコンテンツができるかなと思っているので、まあ、そうですね、そこもちょっとできたらよかったなっていうのは、ちょっとテクニカルな部分の方からは思っているところです。はい。なるほど。なんか僕、ちょっとそれ、なんか、あえてというか言及してなかった部分なんですけど、まあその都市の固定概念を、まあ覆すための場であるみたいな話もあったと思うんですよね。で、その時に、今仮に柏さんが言ってくれていたような、ゲームとしての機能が盛り込まれるだけで十分だろうかっていうのは結構そこは考えた方がいいところだなと僕は思って聞いてまして、やっぱりなんかこう、いわゆるこうそういうボトムアップな環境構築への参加が、なんかこう意味を持ち得るちゃんと仕掛けまで考えないと、せっかくこういうやっぱり環境の持ってるなんかパワーを発揮するみたいなところに、やっぱりこうもう一ついかないんじゃないかなみたいな気がしていて、さっきからなんか繰り返し言ってるような話も、多分結局なんかこの空間の何に注目してて、なんかどこが本当に規定概念に乗っかってしまってるし、何をきっかけにしてそういったものが本当別の体系にこう生まれ変われうるのかみたいなことを考えたときに、多分割とこう、まあゲームってやっぱそういうことだと思うんですけど、なんかわかりやすく、いろいろなバリエーションを人が試みるっていうことに対する、なんかインセンティブがちゃんと設計されていて、で、そこに向かってこうガンガンみんないろんな人が、もう本当になんかこう、なんて言うんだろう。もう何千万とあるバリエーションに向かってひたすらみんなが怒涛のようにこう展開していくみたいな状態をどう作れて、で、それがこう、まあ、例えば影とか、なんか、色彩のバラバラさとかわかんないけど、なんかそういったものをこう、どのようにこう作り得るのかを本当に実験をするみたいなマインドセットというか、そういったところをこう作っていかないと、必ずしもやっぱり都市のその固定概念は覆らないんじゃないかなと思っているところがありまして、そこは結構、こういうインタラクティブな環境の持ってる潜在性をどう引き出すのかとか、それについてどんなことを試せるのかっていうのは、割と深淵なる、なんというか、お題なんじゃないかなっていう気がしますね。そうですね。なんかこれ、全然違う人に使って、同級生とかに使ってみてもらったらいいんじゃないですか。なんかこう、生成して配置するところまでやってもらったらいい。まあ、そういう話もありますよね。確かにね。ペナルティをちょっと与えるだけでも変わるかもしれない。まあ、報酬係数を何に設定するかみたいなね。
まあ、ちょっとやりたりしてみていいですそうですね。そのマインドセットの話なんですけど、やっぱり、まあ、自分たちがこれ発信してやってるからこそマインドセットがあったからっていうのはなんか、で、だからこれを一般の人に流出させるとして、それ、僕たちと同じ熱量でそういうマインド持ってるかっていうのは本当にわかんないから、確かにその通りだなと思ったんですけど、だからやっぱり例えば、自分の街みたいな、身近な街に対してだと、なんか結構そういう気持ちになれるのかなって今思って、まあ、これは結構今回選んだのは京都の路地空間っていう、かなり住宅の、かなり人の生活に近い場所でやってるので、まあ、ある種ちょっとそういう提案に近いのかなとは思うんですけど、まあ、結構身近な場所でやるのが結構、なんかそういうマインドに向かせる、その仕掛けになりやすいのかなとは、今、ちょっと考えてみました。街づくりみたいな人。まあ、その話と万博っていう概念は、まあ、かなりあれかもしれないですね。なんかこう、なかなか難しい問題を投げかけてるような。そうですね。まあ、ただ、まあ、万博の多分テーマの一つとして、なんか技術というか、まあ結構社会に今後その技術をどう生かすかみたいなところがあると思うんですけど、まあ、今回の提案は、まあ、実社会の写しである、まあ、写像としての点群を用意して、まあ、そこに、もうダイレクトに提案できる場として用意はしてたので、そうですね。まあ、その意味ではなんか結構万博のなんか意義はあるのではないかなと僕は考えていました。なんとなく、もうちょっとこう、ふわっとした意見になっちゃうんですけれども、なんか万博の意義みたいな話だと、僕は、まあ、1970年の大阪万博だったら、お祭り広場っていうすごく大きなこう、まあ、舞台があって、その下でこう世界の人がこう手を取り合って踊るみたいな、そういうすごい分かりやすいシチュエーション、なんか世界のこう境界を越えるみたいな分かりやすいシチュエーションがあったと思うんですけど、なんかそれを今回この、まあ、ペングンワールド、ボクセルワールドにできたらいいなと思っていて、なんかそこでこう、まあ、今回こう京都、まあ、僕たちが使った点が京都っていう特定の場所の点群で、まあ、選んだ国も、6つのエジプトであるとか、そういう国を選んだんですけど、まあ、そこの場所とこう国のセットを変えても、なんというか、自分が住んでる場所の、普段知ってる場所にこう世界の都市を連想させるパビリオンがバーチャル空間とかでやってくるみたいな、そういうワクワク感みたいなものが、なんかこのワールドを通じてこう作れたら、なんかそれは万博のなんかこうボーダーを超えるっていう開催意義とかと近しいものなんじゃないかなっていうふうなことを思いながら、まあこれを僕は作ってました。ちょっとふわっとした意見ですけれども、まあ万博をどういうふうにこう捉えていたかっていう話だと、自分としてはそういうふうに思っています。やっぱりその場で、プロンプトを打てて、その場でなんか建物が点群で立ち上がってくるとか、みたいなのできたら、なかなか最高に面白そうですよね。本当はそこまで行きたかったんですけれども、ちょっと、はい、力及ばずという感じ。いや、それは僕も多分今の時点では、それは難しそうだなってのは思ってますが、ただそこまでできると、だいぶ今おっしゃってたことも、いや、結構現実味あるんじゃないかなっていう気がしましたね。ありがとうございます。井上さんは何かあります？僕ですか？はいはいはい。そうですね。いや、まあ、インセンティブな話とかも、本当にそうだなと思います。それで言うと、なんか僕の話するのもあれなんですけど、でもさ、万博の企画、実は僕出してたりとかしてて、その時にメタボリズム X みたいな感じで、それこそこういう仮想空間をボトムアップで、なんですか、作っていけて、で、そのボトムアップで作っていったものを、
実際の現実の建設の中でもこうリンクさせて、ステージ1、2、3みたいな感じで、それが作られていくみたいな。で、そこのインセンティブみたいなものを、その会場内で使える仮想通貨みたいな形で発行してあげるみたいな。そこのシステムをセットで、なんかちょっとそういうベンチャー企業のソフトウェアの会社の社長さんと一緒に出したりとかしてて、落ちちゃったんですけど、落ちちゃったんですけど、いやでもその時も、議論の中では、どうやってその貢献度みたいなものを、モチベーションを上げていくみたいなところを、どういうふうに、そのコンテンツ、どういうふうに、告知していって、で、競争心を煽るのかみたいなところがかなり焦点になってました。はい。で、その時の気持ちをちょっと思い出したりとかしました。はい。なるほど。はい。ありがとうございます。はい。でも本当インタラクティブに何かこれが作れるっていうのはすごい素晴らしいかなとは思いますね。はい。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ他になければ次のチーム行きたいと思います。では発表を始めさせていただきます。1チームです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。タイニーブルームというタイトルのゲームを作りました。このゲームのコンセプトは世界を再発見することです。現代では交通機関や SNS、GPS 地図などの道具の発明によって、もともと世界に存在している、あるいは起こっている物事が、道具独自の体験や言語に変換されて、間接的に世界を体験している構造になっていると感じています。それはある意味で貧しい体験なのかもしれませんが、そうやって透明化してしまった世界の存在をもう一度垣間見せてくれるのもまた道具であり、それはこれまでのどの道具とも違う世界の新しい補助線を提示してくれるようなものだと思います。で、その意味でこのゲームも一種の道具になるんですが、今までとは違った世界の認識の仕方を提示することで、私たちの意識の中で透明化していた世界を垣間見る体験をデザインしたいというのがこのゲームの着想になっています。具体的にゲームデザインを見ていきます。はじめにワールドに入ると、最初はこういう風な画面になります。基本的に世界は真っ暗で、浮いているアイテムとワイヤーフレームの鳥居が見えます。前に進むにも陰影がないので距離感をつかむのが難しいです。そこでアイテムを取って画面をクリックしてみると、楽器の響きとともに光の花が咲いて、その周囲の小さな空間だけが闇から浮き上がって見えます。ここで起きていることは何かというと、私たちは普段生活しているときは、身の回りの空間の形状やそこに付与される意味というのは無意識に処理されていて、でその想定されるものをサンプルモデルと呼ぶと、それと実際の現実世界の差異だけが認識のレベルに浮き上がってきて、で例えば今日ここで路上ライブやってたんだというふうに記憶の地図に書き込まれていくという構図だと思います。で一方、このゲームでは世界が真っ暗なので、最初はこのサンプルモデルが通用せず、周囲の世界を意識的に感知して、そこに光を投げかけて、空間を可視化して、でそれを記憶の地図に蓄積していくという作業を1対1のスピードで行うことになります。で、最初の鳥居の先にある浮島を回遊しつつ登っていく中で、視線が抜けるポイントがいくつもあり、そこでこれまで自分が感知してきた空間の断片の履歴が光の花となって可視化されていることに気づきます。なお、このゲームは最大プレイヤー数が4人であり、プレイヤーそれぞれで花の形や光の色、音の種類が違うので、それぞれのプレイヤーの軌跡がその花の色となって現れたり、音の刻まれるリズムや他のプレイヤーの音との重なりで、間接的に他のプレイヤーの存在を感じることができます。で、この闇の迷路を抜けると、闇が晴れて、万博のリングのようなドーナツ型の大地に出てきます。で、この時点で見慣れた世界の現れ方に戻ることになり、ここで全ての他の楽器にもアクセスできて、チャットする代わりに音のセッションができるようなイメージになっています。で、この島の頂上へ行くと、入り口にあった鳥居がワイヤーフレームではなくてシェーディングされて見えて、でその奥にこれまで
辿ってきた浮島の全体像を、ライティングの下で俯瞰できるミニチュアの浮島があります。で、この認識を持った上で、今、右奥に見えている、光の結晶に触れると、このスタート地点に転移されて、で最初はワイヤーフレームの鳥居しかなかった真っ暗だった世界が4人のプレイヤーに、発見されて、ライトアップされた結果のワールドを見ながら、もう一度島を巡って、他のプレイヤーの認識ルートをたどったりするなどの2周目の体験をすることができます。で、これらによって、なんともない浮島を多層的に捉える体験を目指しました。続いて技術的な話です。でワークフローとしては、フーディニで浮島とステラーをつなぐ橋を作り、ライノで小物類を作り、ブレンダーで FBX に変換して、データをきれいにしてから UEFN へ読み込んでいます。で音は FL スタジオで出力し、UEFN 内のギミックは独自言語のバースで書いています。でまず浮島です。でこれは浮島の集合体と上の大きなリングの2つに分けてモデリングしました。で浮島の個々の形態については、円錐をコピートゥーポイントで散らばして、でそこにノイズをかけて島っぽくしています。でここでは島の地面にノイズがかからないように、高さ方向を変数としてウェイトアトリビュートを作り、ノイズの影響強度を変えています。また、浮島のそれぞれの形態にバリエーションを持たせるために、フォア1ループでノイズやスキャッターのシード値を変更して、で5つの島を作って、それぞれにインデックスをつけています。島のコピー元となる点にも、ポイント番号を5で割った余りをインデックスとすることで、点と島を対応させています。で上のリングは脈々の画像を抽出して、そこにコピートゥーポイントで島を配置して作りました。で合わせるとこんな感じです。で続いて、浮島同士をつなぐ橋です。でここでは3つの異なる生成手法を組み合わせています。で左にあるアイランドトゥーブリッジは指定した2つの島の間に橋を自動生成するもので、これをメインに使いつつ、レベルデザインの過程でカーブや2つのアンカーから生成する手法も使いつつ、ルートを調整しました。島から橋を作る手法については、事前に島のペアを配列に書き込んで、それを参照して、それぞれにフォア1ループで橋を生成します。具体的な処理としては、エッジを抽出した後、ニアポイントで最短ラインを算出し、モデリングにおける利便性の観点から、Z 軸上へラインを回転させ、このランプの形状を使って、ラインをひるませて、で、そのラインを基準として橋のオブジェクトを配置していきます。で、こちらが任意に書いたカーブから橋を自動生成するもので、こちらが2点のアンカーポイントから生成するものになります。で、プロシージャルにどの橋も組んでいるので、後からこのような感じで自由に編集することができて、最初に作った島の形態に合わせて、これらの橋を配置していきました。で、最終的なフーディングでのアウトプットとしては、こういうイメージです。で、また、ライノで町屋や鳥居、花などの小物を作りました。機械の花のスポーンにはバースコードを使っていて、で仕組みとしては、マウスを左クリックすると、プレイヤーの視線方向の450センチ先に花をスポーンさせ、で右クリックすると、少しそれより離れた900センチ先にスポーンさせるという2つのインタラクションを作っていて、で同時に特定の、そのリモコンによって異なるんですが、特定の楽器の、複数の音程からランダムに音を選択して鳴らして、で、花のスポンジに花がスケール0からスケール1にスケールアップするようなコードにしています。で、ワールドツアーにおいては、光の花をスポーンさせるほどにワールドがどんどん重くなっていくので、推奨設定は、これ、フォートナイト上の画質設定からできるんですが、ダイレクト12のクオリティプリセットが中の設定が推奨の設定になります。で、
解像度もスペックによっては1080程度に落とした方が快適にプレイができます。で、パフォーマンスモードになっていると、肝心の光が表示されないので注意してください。で、今後の改善点としては、現状のコードだと花が浮いてしまうような書き方なので、花を地面に設置するように変えることや、どの方向から、花の音が鳴っているのかという音の方向性がわかるようにすること。で、加えて、花のスポン上限が一つのリモコンにつき100個までっていうのがUEFN の仕様で決まっているので、そのリミッターを回避する手法を考えることなどが技術的観点として挙げられます。で、コンセプト面では、他者との出会いにより意味を持たせるために、ルートを多様化して、途中から人と出会うようにしたりとか、で出会った時に近づくと2人の光が大きくなるとか、そういう集合することで何かが起こるようなギミックを実装したいと思っています。以上です。ありがとうございます。ありがとうございます。では、早速ワールドに入りたいと思いますが、津田先生も来ていただいたので、津田先生もぜひ、ワールドにご参加ください。撮っていいのかな？もう行っちゃっていい感じですかね。大丈夫です。はい。じゃあちょっと行ってみよう。あら、綺麗。これ本当サウンド推奨のやつですね。サウンド推奨ですね。これ、ゲームの音聞こえてます、皆さん。はい、聞こえてます。サウンドゲーですね。めちゃくちゃ癒し。癒しがすごい。楽器ですね。なんか一回出したこの草に触れたらまた音が再現されたりとかしてもいいかなと思ったりしました。はいはい。っていうか、こんな一人称してもできるんですね。最初三人称視点でやっていたんですけど、前に一番視線の先に花を召喚するときに、プレイヤーと被ってしまって、それで一人称視点にしてます。なるほど。で、小山さんあれですよ。レシーバーが、なんか4つぐらいあって、それ変えてもらったら音変わりますよ。あ、誰かいる。マジですか。はい。多分一番初めのところに実はレシーバーがなんか。そうですね。4つ用意してます。ユーザーごとに違うレシーバーを取るって前提なんじゃないですかね。本当はそうですね。そうだった。すいません。コンプしてなんかオーケストラみたいなことしました。これは、ゲームとしてというか、単純にプレイすることが結構面白いなって思ったんですけど、万博要素ってなんかあるんでしたっけ？万博要素はほとんどネタ程度しかないですね。じゃあ万博ではないんですね。万博はほとんど考えてないですね。普通に。イラストの形がそのままこの島になってるみたいな話がちょっとあったぐらいですかね。そうですね。雷。急に明るくなる。この後どこ行けばいいんでしたっけ？この後、さらに上があるので、
です。来た。なんだこれ。おお。小マップですね。あ、すごい。これ面白い。で、なるほど。これできてますね。これ、ほんとよくできてる。はい。正直、そのフーディーニの授業の延長としてのワークショップの内容としてはもう最高レベルの内容だとは思います。プロシージャルにレベルを作って、かつここまでバーチャル空間の方でのゲーム体験も作り込んでるっていうのはなかなか大したもんだと思いますね。ちゃんとそのプロシージャルで作ってるモデルがワールドデザインにちゃんと寄与している。あとこういう橋の作り方一つとってもそうですし、なかなかすごい。技術的な観点から言うと、素晴らしいです。音が違う。ずーっとやっちゃう。いや、これ結構ずっとやっちゃいますね、本当に。これでも、あれかもしれないですね。なんか、やってるとちょっと思ったのは、なんかこう、その、時間軸上でなんかこう、その痕跡みたいな話が、何かまた属性持ってこう変わっていくと面白いのかなとかちょっと思ったかもしれないです。なんというか、インプット、違う、アウトプットされたその痕跡が、こう、確かに残り続けるっていうことの面白さもあるのかなと思った一方、なんかこう、消えていくみたいな話が結構永遠にやっちゃうイメージもあるので、なんかその時に、その自分のタッチしたものみたいなのが薄れていってしまうみたいな感じもあっても面白いのかもなっていう、まあ単純に言うと。確かに。そういう話ってしました中島さん。どうだったそうですね。これ、スポーン上限が100って分かったときに、その解決方法として、なるほど。最初の方から消していくっていうことも考えたんですけど、そこに何かしらの価値を見出せられてなかったので、確かにその消えていく儚さみたいなところをもうちょっと見せられるようなデザインにできるなら、それはすごくありだなと思いましたね。なんか非常にその、なんていうかこう、経験っていうものの持ってる時間的な構造が、ある種可視化されてこう空間になっていくみたいなところがあるので、そこは本当に一つのやりどころになるかもなっていう感覚は。なんかメメントだっけ今なんか名前突然ど忘れしちゃいましたけど、めっちゃおもろい映画ばっかり作ってるあの人。誰ですか？ほら、むちゃくちゃ有名な人、ノーランですか？そう、ノーランの、はい。記憶が、なんかこう、何十分だっけな、90分とかで消えちゃうみたいな、人の映画ありましたよね。なんかこう、あの人も結構、ギブソンの、その生態心理学とかでいうところのダイナミックタッチじゃないけど、なんかに触れてメモを残していくことでしか、なんかこう自分のその記憶っていうか生きる構造をこう維持できないみたいな。でどうやってこう生きていけば、なんかその自分が対面しているこう問題に対して、なんていうか、その、
空間をなんかこう捉えたり、人の記憶を維持したり、誰かとコミュニケーションしたりみたいな、なんかその記憶が90分しかないみたいなことだけで、どうその世界への接し方とか、世界のこう捉え方が変わっていってしまうのかみたいなことが結構見事に映画で描かれてて、なんかこれもその触らないと空間が把握できないっていうところから始まったときに、やっぱりなんかこう、一旦触ったものがこう永久に獲得できるっていうのがまだ割とこう、なんていうか、まだ我々の生活の延長上にあるみたいなところがあって、なんかそこがだからもう一つ、今言ってたみたいな、やり口としてだからあるんじゃないかなっていうのをちょっと思いましたね。そのノーランの映画、もしまだ中島さんとか見てなかったら、ぜひ見てみてください。佐野さんとか津田さんとか何か、もしあれば。はい。はい。すみません、僕、ちょっと入れてなくて、ただこの共有していただいているところから、ちょっと見てるんですけど、この鳥居のモチーフ、なんか鳥居ってなんでなんでしたっけ？そうですね。もともと本来は、これ、今は1ルートしかないんですけど、3つの別々のスタート地点から共通の1つのゴールを目指すっていうシナリオを考えていて、で、その3つのルート、それぞれに、こう、京都らしさとか、自然らしさとか、未来都市らしさみたいなコンセプトを与えて、で、そうですね、楽器の音色もそれに合わせて、プレイヤーに、そのルートごとにこう決めて、共通のゴールを目指すっていうのを考えていたので、なんですけど、そのうち京都のところしか実現しなかったので、鳥になっちゃってるっていう感じですね。なるほど。じゃあ、伏見稲荷からの京都、あれみたいな感じですか？伏見稲荷イメージ。そういうことそうですね。伏見稲荷っていう感じではないですけど、そういう京都のイメージでした。なんか僕これを見て思ったのは、この今ちょっとリンク貼ってる元の隅神社っていうのが、山口にあって、なんかそこの風景をこう思い出すような感じがありましたね。この鳥居があり、なんかこう、岩があり、でもこう振り離されて、こう、なんか海の上にあり、橋があり。あとはなんか最近子供とかを見ていると、子供もなんかこう空間を認識するのに何か暗闇じゃないかもしれないけど、なんかこう、全然知らない世界に放り込まれて、そこが何なのかっていうのをこう一生懸命こう認識するじゃないですか。なんかこう、触ったり叫んだり、なんかこう、なんかそれによってこう空間が認識されてきて、なんか世界ができてくるみたいなのは確かにあるんだろうなと思ったり、あとは、最近井上さんと関わっている日本庭園のアーカイブのプロジェクトでも、3D スキャンした庭を 3D プリンティングでミニチュアをこう出力して、で、視覚障害のある方にこう触ってもらいながら全体の空間、その庭の庭園の空間を歩いて認知できる空間だけではなくて、この全体をこうミニチュアとしてこう触れるようにして把握してもらってっていうのをやっていたりしたので、なんかそういうこともなんか思い出すとか、こう、ミニチュアも置いてあるっていうのはなんかそんなことですよね。なんかこう、全体がつながっていくんだけど、でもそこにもミニチュアも置いてあるんですよね。その空間のミニチュアがさらに入れ子で置かれているっていうのは、なんかそれを把握するための術としては、やっぱり小さくして、こう、俯瞰して見れるようにするっていうことなのかなと思ったり。すいません、つらつら。すいません、以上です。すいません。ありがとうございます。そうですね。もともと一番初期のイメージが、洛中洛外図屏風のような、こう、上から全範囲を見下ろす神の視点と、加えて、その京都街中の一人称視点、両方の視点を同時に体験するようなゲームを作りたいっていう風なところから始まって、でここにこうミニチュアモデルを置いてるのは、その今、一人称視点に辿ってきたその島をこう俯瞰してみるみたいな意図で置いていて、で、よく言えば、このミニチュアの島にも、その
自分たちがこう置いていった光の花が反映されていて、それをこう外部から神の視点で見れるみたいなとこまでいけるともっと良かったなと思っていますね。ありがとうございます。あとなんかあれですよね、フラクタルというか自己相似形にして、そのミニチュアの中にはまたミニチュアあって、ずっとミニチュアあるとか、外側にはずっとまた広い世界があるみたいなのも、なんか。そうです。スタディの段階では、この鳥居を越えた後で、この今のこの浮島の縮尺を2倍ぐらいにしたものをまたスタート地点につなげて進むっていうのをやってたんですけど。なるほど、なるほど。面白い。上に乗れるんですね、これ。ちょっと、公表とか評価が難しくないなんですけど、ゲームとしての感性とか、ゲームの体験、例えば、ユーザーがやることが手軽とか、クリックして進むだけであるとか、あと上に行った時の晴れるみたいな、で全体像がわかるみたいな気持ちよさとかは、ゲームプレイとしてすごく設計されてこう簡単に設計されててやりやすいと思ったんですけど、やりやすく、よく設計されてるなと思いました。で、一方で、世界の見方が新しくなるみたいな、そのゲームの価値としておっしゃってたやつが、なぜ、必要だと思ったのかをちょっとお聞きしたいです。そうですね。なぜ必要かと言われれば、個人的な、興味としか答えはないんですけど、何ですかね。別に社会にとって必ず必要なものではないし、別に認知の見え方が変わらなくても、普通に生活してはいけるんですけど、何ですかね。なんていうか、生きる一つのモチベーションというか、面白く生きる上で、個人的にはどうありふれた世界の認識見方を変えるかっていうのがテーマなので、そこから派生して一つの具体的な作品として今回作り上げたという感じですね。なるほど。そこはあまり万博が関係しているとか、万博のテーマがベースにあるっていうわけではないんです。そうですね。はい。なるほど。わかりました。的にこのゲームプレイをして、もうギミックは素晴らしいと思うんですけど、どうも一個一個の光がめちゃくちゃ強いのかどうかわからないんですけど、なんか最初の段階で結構全体像がパッと見えたような気がしたんで、もう少しなんか光の範囲を狭くして暗がりを進んでる感じが出てもいいのかなっていう気はしましたね。そうですね。その光の強さのスタディも結構何回もしていて、で、初めはもうちょっと暗かったんですけど、スポーンの制限が100個になった時に、少なすぎると何個も本数打って頂上までたどり着けないっていうことが起きて、でそことの兼ね合いで、この明るさに決まってしまったっていうのがありますね。なるほど。確かに僕、遅く来たから、なんか着いた時にはもう堀川さんが明るくした世界になってましたね。ここら辺を来た人みんな同じ新鮮な体験ができる設計だといいのかもしれないですね。その意味でも消えていく方がいいのかもしれないですね。そうかもですね。井上さんなんかあります？そうですね。まず僕すごいこれ好きです。なんか、それこそ、昨日から結構遊んだりとかしてて、その時で、ちょっと思ったのが、なんですかね、空間の良さ、かっこよさみたいなものと、そのワールドの良さみたいなところで、このワールドの良さっていうのは、このワールドの中になんかどれだけ飽きさせずにいさせるのかとか、なんかそのプレイ時間みたいなところも、なんかやっぱり評価の中になんか入れるべきだなっていうふうになんか思って、なんか逆に考えさせられました。かっこいい空間をずっと見るっていう話じゃなくて、プレイを飽きさせないみたいなところも、ワールドとしての評価としてはあるんだなっていうところを考えさせられました。で、あと今やっててふと気づいたんですけど、シフトを連打すると、飛べるじゃないですか。そうなの？はい。で、飛んで、スペースね。はい、スペースですね。で、スペースで飛んだ状態で上から見ることによって、
下の、光ってるザマがすごくいい感じに見えて、確かに。はい。それがなんかちょっと、それはまたそれでいい感じやなと思って発見しました。これはでも狙ったわけじゃなさそうですけど。こういはう体験はミニチュアの島でやりたかったですよね。ですよね。多分こういうことミニチュアでやりたかったよなと思って。うん。まあでも、これを使うと一応紙視点でのルートも見れるから、そういう意味ではこれもあんのかなと思ったりとかしました。さっき井上さんが言ってたように、そのゲームの中での体験の時間というか、なんかずっといられるみたいなのとか、どのぐらいの長さ滞在できるかみたいなのは、一つのまあ評価と軸としてもあるんだろうなというふうに思いました。なんかサンフランシスコにあるエクスプローラルドリームってサイエンスミュージアムがあるんですけど、そことかはなんかビジターリサーチエバリエーションというプログラム、ビジターリサーチエバリエーションのプログラムの部署があって、とかがあって、プログラムがあって、なんか作った方が、そのプロトタイプをこうお客さんがどういうふうに楽しんでるかみたいなのをこう外から時間計ったりしたりとかしてるらしくて、なんかその出来上がったものの価値みたいなものをどういうふうに評価するかっていうのは多分いろんな尺度があって、で、多分このゲーム空間の中でも何を尺度にその価値を評価するかっていうのはいろいろあるんだろうなというふうに思いました。すみません。ちょっとタイムキーパーの僕が完全に失念してたんですけど、もうそろそろですね。はい。じゃあ。はい。すみません。ちなみに僕なんか今暗闇に向かってずっと走り続けてて、端っこの方で海に落下してすごい楽しかったです。なんかやっぱ暗いのは、暗くなれるってことは面白いことなのかもしれないなってちょっと思いました。じゃあ最後のチームですね。F チームの発表お願いします。チーム F の発表をします。AI が作る建築家の色と題し、班が発表いたします。よろしくお願いいたします。僕たちの班では万博でも注目される建築家による建造物に着目し、ワールドを作成しました。すごく簡単に言うと、建築家を当てるゲームができるっていうワールドになってるんですけど、AI で生成した画像を元に作ったモデルから、その元となった建築家を当てるという体験をしてもらうという内容になっています。このような流れで説明させていただきます。まずはリサーチです。簡潔に僕たちの関心を一言で表すと、AI とクリエイティビティということができます。導入として、AI の登場によってこれまでに議論されてきたことっていうのを AI に聞いてみました。関心に最も近いのは AI と芸術文化という項目で、AI のクリエイティビティであったり、クリエイティブな現場における AI との付き合い方というところに関心を持ちました。これまでよく議論されてきたこととして、AI による職業の代替可能性というのが挙げられます。これまでは AI は単純作業が得意と認識されていて、クリエイティブ系の仕事は AI に代替されにくい考えられてきました。これは2015年に発表されたリサーチに大きく影響を受けているということが分析されていて、代替されにくい 100の職業のうち4分の1以上がクリエイティブ系に分類される仕事でありました。ただ、この元となった論文のリサーチでは、この半分以下のパーセンテージとなっていて、さらに最近では生成 AI の登場によって、クリエイティブなスキルの代替というのが、とても簡単に想定できるようになってきています。という中で、クリエイティブな仕事というのは本当に奪われにくいと言えるのかというところに疑問を持ちました。このような問題意識に触れつつ、何かAI の可能性を感じながら楽しめるワールドというのを目指しました。続いてコンセプトです。ワールドを作成する上で軸として考えたことは、らしさの認識です。ここで冒頭のタイトルに出てくる色という言葉について、私たち人間はよく個性という意味合いで色という言葉を使います。建築や芸術の分野を含むクリエイティブな現場でも個性
であったりとか、アイデンティティというのはとても重要で、それがある種人々を引きつけ、魅了して、世界を豊かにしているとも言えます。でクリエイターはそれぞれの得意な領域だったりとか、形態とか、独自の表現方法っていうのを持っていて、それらが積み重なってその人のらしさとして認識されるようになります。このらしさの形成がクリエイティブな現場では求められていると言えます。でこのらしさに対する、人間が考えるらしさっていうものと AI が生成するらしさという2つの視点かららしさについて考えてみました。でまずらしさっていうのは先ほども言った通りクリエイター自身で、ここでは建築家自身によって、想像されます。でそれはスケッチとか図面であったりとか文字っていうものによってなんかいろんなノーテーションによって表現されて最終的に建築という形態が出来上がります。でその想像されたものっていうのは直接的に体験されるほかに写真や図面であったりとか、あとは批評などのテキストっていうもののこういうメディアに変換され間接的にも体験されます。でここで AI と人間の違いとしては、人間っていうのは建築を直接体験できますが AI は直接は体験できません。ただメディアがこう広く、広まっている中でなんか人間も間接的な体験が増えたと考えることができて、となるとなんか解釈に影響を受ける要素っていうのは AI も人間も何か近づいていっているんじゃないかと考えられます。で、この人間とか AI がそれぞれ感じたり、こう読み取ったりしたらしさっていうのを、人間が解釈したり、AI がアウトプットしたりするとき、人間の場合はそこになんかこう実体験であったりとか、その人の感性であったりとか、そういうものがある程度、理想であったり、憧れとか、偏見とか、そういうものが生まれると考えます。でそれをこう偶像化として考えると、一方で生成 AI っていうのはこう象徴化として考えてみることができて、で何かこう既存のこう膨大なデータの中からその傾向を見出して、なんかその元となったものを連想できる具体的なものをこう象徴として出力するっていうふうに考えることができます。で、この人と AI でのこういったなんからしさに対する認識であったりとか、アウトプットの違いであったりとかをこう体験してもらったりとか、あとはその AI、そうですね。で、それこそ人それぞれで違うものを、共有してもらえたりとか、そういうことができるワールドを作りたいと思いました。であとはちょっとリサーチとしては、その AI のサービスによる共通点とか相違点とかをこの実験的に表現しようと試みました。で、その最後に述べた AI それぞれっていう話なんですけど、今回はチャット GPT にこう建築家のらしい色っていうのを出力させて、で、画像生成 AI にらしい形態というものを画像で生成させた上で、それらをこう組み合わせて配置することで、その両方のこう相関関係であったりとかを探るっていう試みをしてみました。で、ここから制作と表現と分析について説明させていただきます。まず、生成フェーズと表現フェーズっていうふうにこう分けて考えたんですが、まずチャット GPT に建築家の色を生成してもらいました。プロンプトとしては、AI が考える有名な建築家15人っていうふうにして、AI が情報を取りやすい建築家を選んでもらう。それから、普通にこう色を生成してくださいっていうと、白が多くて、それはつまりこう、そのものから色を取ってきてるわけなんですけど、それじゃちょっとつまらないということで、姿勢やこう思想から色を生成してくださいっていうと、逆に面白い色がいっぱい出てくるので、それを色とする。で、それから、なぜそれ色になったのか、僕らが後から分かるように、理由も、示してくださいってしました。これは例で、右が色で、左がテキストなんですが、フランク・ロイド・ライトは草原オレンジ、安藤忠雄は、禅の黒、っていうふうに、なんか面白い色が出るんですけど、右の色見てもらったら、なんとなくこう日本の方がちょっと淡くて、逆に海外はちょっと、なんていうんですかね、パキッとしたというか、そういうなんか色の相関みたいなものもあるなというのが、この視点で少しわかる感じですね。
そこでから、今回ミッドジャーニーでモデルの生成を行いまして、さっきはラストを表す色だったんですけど、ラストを表す形態ということで、さっき出してもらった有名な建築家から、画像を生成してもらいました。で、4枚ずつ出てくるわけなんですけど、そこからどれ選ぶかっていうときに、僕たちは輪郭の正確性とかリアリティとか、あとは、なんかこの建築から取ってきてるのかなみたいなことが分かるのを、なんか取っちゃう傾向があるなというのが、ちょっと面白かったところで、これら AI に生成してもらったものを使ってどう表現するかっていうところで、デプスを用いて立体化するみたいなのを、堀川さんのフリーのレクチャーの中にあったので、それをベースにして考えて、まずはここデプスを出してもらうと。で、それ出したものを、今回フリーを用いて、立体化しまして、押し出して、立体化するという手法を取っています。で、そこまではあれなんですけど、今回その色を、出してもらったものに再着色するときに、レクスを使って、色を、色素を変更することによって、今回、色とモデルの融合っていうのを行っています。で、それを今回 UEFN に持っていって、パーティクルの表現にしたっていうのは、最初は天狗みたいなことができたらいいなみたいな話だったんですけど、天狗そのままっていうのはちょっと難しかったんで、パーティクルっていう方法があるよっていうことをした。で、表と裏で分けてるのは、表はメッシュで建築みたいになってるんですけど、ここから見ると、パーティクルと、中にちょっとテキストが、後でまた見てもらえるんですが、あって、表から見るとなんか物っぽいですけど、実はテキストからできてて、いるよっていうところを表現しています。で、それらを、RGB を、今回マップの、マイナス1万から1万の座標にリマップして、なんか色ごとに寄っていくというか、いうような感じで空間で表現しました。で、そうなってくると、色と、形態と、で、それから、なんですかね、配置の観点で、なんかちょっと総合的に分析できるところがあるかなと思って、で、一部、抜粋になるんですが、海外の建築家の方はレッドの方にあんまり寄ってないというか、レッドの方に寄ってるものが多いっていうところがあるなみたいなところとか。それから、今回、ザハと瀬島さんを入れてるんですが、お二人とも水色で、なんかその水色の女性の方が2人、女性ってくるのがいいんか分かんないですけど、一つあるなと。でそれから、RGB に振り切った単色の建築家がいないなっていうのは、一つ思うところですね。で、最後にその表と裏の体験っていうところで、今回コリジョンを用いて、つまりその表から見てるところから裏に直接行けないように、ワープを用いて移動できたら、伝えたいことが伝わるかなと思って、でそのためのコリジョンを一応今回フーディーで作っています。半分に割ったボックスをちょっと分けていることによって、直接はいけないようにしてて、でワープを配置してるんですが、それが全部建築が中心に向かってくるように配置しているので、ボックスもフーディーで真ん中を向くように方線維持を設定して配置してます。で、配置したものがこんな感じで。で、この後またありますが、フィールドからワープを通じてそれぞれの建築に行ってもらうという形になっています。はい、以上です。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ、早速入りましょうか。動画を流すので、フィールドで番号入ってもらうと、一番大きく見えている建物が対象となっていて、はい。で、ある程度近づくこともできて、どの建築家から生成されたものかなっていうのを
ちょっと考えていただいて、ちょっと飛ばしますけど、一応上はこうコリジョンでいけないようになっていて、で、最初に飛んだワープの方に戻ってもらうと、このワープっていうのが次は、この今見てた建築の裏につながっていて、ちょっとパーティクルで見えなくなっているんですけど、近づいていくと、どういったプロンプトから生成されたものかっていうのが答え合わせできるようになっているっていうワールドになっています。なるほど。で、もう一度入ってきたところに戻ると、最初のフィールドに戻ってくるというふうになっています。この5、6、7、8、9ってのは特に何もないんですか？これはちょっと直前に気がついたんですけど、そのワープっていうのが A から Z までしかなくて、はいはい。で、その制限でできる限界が4つずつの8個。1つのワープに、1つのオブジェクトを見るのに3つワープを使ってて、で26個なので、なるほど。それのちょっと限界がそこまでっていうので、本当は全部ちょっとやりたかったっていう感じになってます。はい、これからもし、UEFN が無限にワープを置けるんやったら、置きます。なるほどですね。これはなんだ？答え合わせはここに行けばいいんでしたっけ？入ってきたワープに戻ってもらうんですけど、はい。そっちですね。そうですね。ちょっとゲイリーにしときます。ちょっと技術的なとこなんですけど、そのワープがどうもその地面にあんまり近いと、僕たちの PC ではちょっと干渉しちゃってワープに入れないみたいなことがあったんで、ちょっと気持ち浮かせてる感じですね。はい。黒色ライト、嘘でしょ。はい。フランクだけ合ってました。ライトは草原オレンジです。ナーフで作った一方方向というか、一方方向視点の画像を3次元化することで、伸びてるみたいな風になってるとか、すごい引き伸ばされて延長されてるような見た目になってる構造物に、リアルのスケールで入れる結構面白い体験だな。これ、色の分類とか、その建築家らしいみたいな建造物を混ぜて、当てるゲームみたいな風になってるってことですか？なんていうか、カルタっていうか、表裏見て当てるみたいな。そんな感じですね。その展示の設計としては、どういう意図なんですか？この体験を経ることで、鑑賞者にはどうなってほしいんですか？僕たちが最初にちょっと言ったんですけど、AI はクリエイティブと言えるのかっていうところに、ちょっと僕自身とかも結構疑問を持っていて、そもそも人間がやるのがクリエイティブだと思ってたものが、どんどん AI によっても似たようなものが生成されていってて、でそれについてちょっとよく考えてみたときに、人間も結局アイデアっていうのは既存のものの組み合わせ以外の何物でもないっていう、ある言葉があって、でそれを聞いたときに、じゃあ確かに AI と人間の違いって何なんだろうっていうふうに思い出して、でそういうすごい単純じゃない複雑な感情とか発見とか体験とかっていうのを今スケールを寄せて表現することで体験してもらえたら嬉しいなって思ってます。その人間とその AI の発想の方法とかが似てるんじゃないかっていうところまで分かったんですけど、その後はちょっと分からなかったです。似てるけど、
じゃあこれからどう付き合っていくのかとか、だからその先はもう本当にちょっともう皆さんに委ねるっていう感じなんですけど、何かそういう AI との付き合い方みたいなことについて感じるきっかけになればいいなと思って。この色は、すみません、その配置っていうか座標のこの色、この座標がその3次元にプロットされたその色の配置とか、重なっているってことだと思うんですけど、この色は、何でしたっけ？建築家のイメージをチャット GPT が色にしたやつを配置したって言ってましたっけ？そうですね。建築家の思想から作ってもらった色になりますね。はい。それを見るとどういう風になるっていうのを期待してるんですか？その色をつけてモデルと一緒に見せてるわけなんですけど、色がさっきちょっとお話ししたように、全部なんていうんですかね、単純じゃないとか、レッド、グリーン、ブルー、なんかそういうか一軸だけのやつってなくて、やっぱり思想、ちょっとどの軸が何の思想かとかわかんないですけど、赤がちょっと情熱はちょっと感情ですけど、なんか思想がコンプレックスというか、混ざって、複雑でなっているっていうところで、それぞれの言葉にできない思想の相関みたいなところが、色の、位置の近さとかで分かったらいいなとか思って、ちょっと実験的にやってみたんですけど、ちょっとじゃあ、その近くにあるモデルは、その建築家同士の思想が近いっていうのを表しているってことですか？近いとかが見れたらいいな、あるかなと思ったんですけど、一定そうなところもあれば、なさそうなところもあるみたいな。 AI が出した結果としては、色の近いものは思想の近いものっていう風になってて、でも、形態に関しては思想っていうのは、その形態を生成した時点では反映されていないって考えてて、じゃあ例えば思想が近いものと形態が近いものっていうのは、例えばすごい近くにあって、その形態同士は似ているのかっていうことであったりとか、あと色っていうのに対する人間が抱く感情っていうのは結構、それぞれ異なることもあるけど、ある程度一般的にあると思ってて、なんかそういうものと建築家の思想とかに対する視点であったりとかを何か個人で感じてもらいながら共有できたらいいなっていう思いはあります。つまりその色を3次元上にプロットしたっていうことだと、その3軸あって、3軸のうち、なんか強い低いが、その組み合わさって、8象限ぐらいあるっていうことだと思うんですけど、それはなんかどういう基準なんでしたっけ？その上、下、右、左、奥、手前っていうのは、それぞれどういうパラメーターで色がついてる？その3軸のそれぞれのパラメーターっていうことですかね。は今 RGB で。いや色はわかるんですけど、そのさっきおっしゃってた思想とかっていう。R が何かとか、B が何かとか、G が何かとか、そこは指定してなかったので、ちょっとこれっていうのがないんですけど、でもなんか空間として見たときに、なんか逆説的に赤って実はこうなんじゃないとか、青って実はこうなんじゃないとか、そういうのが見れるかなっていうのは、できてから思います。建築家を知ってるっていう前提がだいぶハイコンテクストな気がしますけど。皆さんに見てもらった後に考えてもらうところかもしれない。一つそのチャット GPT の使い方で、気になったというか、面白いところでもあるんですけど、最初に建築家から何か、思想みたいなのを取り出してもらうっていうところ、そこからまた色に変換してみてもらうみたいなところって、それがどこまでなんですかね、客観的なものなのか、あるいはその AI にとっての主観的なものなのか、同じ問いを同じ AI に問
解いたときに同じ答えが返ってくるものなのか、まあ、あるいはその他の、まあ、対話的な AI 使ったときにどういう答えが返ってくるものなのかとか、まあ、そういうところの試み、そこの違いみたいなのはちょっと見てみたいなと思ったんですけど、今、チャット GPT 前提で話していて、まあ、それも、まあ、アップデートし続けてるし、なんか最近だと、なんかデータモデル変わってんじゃないかみたいな話もあるし、まあ、それをそのまんま使いましたっていうのは、まあ、説得力としてどうなんだろうっていうのはちょっとあるかもしれないですね。なんかその議論で言うと、まあなんか人工知能って多分、いわゆるそういうグローバル企業が作っているようなものに多分限定されない話になる世界線も全くなくはないかなというような気がしていて、で、僕が面白いなと思う人で言うと、例えば、ETH チューリッヒ校の、コンピュテ、なんだっけな、デジタル、なんとか、まあ、ミロ・ローマンさんっていうなんかリサーチャーの人がいて、で彼とかは、なんかその、まあ、いろんな人工知能作ったりするんだけども、いかにその偏見を持った AI を作れるかみたいな。で、そういったこう偏見を持った AI っていうのは、要は単純に言うと、入力してるデータセットが偏ってるっていう話なんですけど、なんか、そういったものの持っている、なんていうか、世界観って、やっぱり多分、ある種偏ったクリエイターが作っているものに近いような、それこそ発想するとか、こういった現象を引き起こすことももちろんできるし、あるいは逆に言うと、何かに特化した方がいい場合は、非常に特化した知能を使った方がいいかもしれないとか、で、そういったものがこう、なんかこう複雑に相互に、なんというかお互いの知見を出していくみたいな世界線も想像できるなんかわけで、なんかそういうことっていうのを結構考えていくと、なんか AI には偏見がないとか、クリエイティビティっていうのはどこにあるんだみたいな話は、まだまだこう考えるべきトピックはなんかたくさんある気がしていて、なので、なんていうか、その一つには AI っていうもの、まあ今アクセスできたのがチャット GPT とミッドジャーニーでみたいな話はもちろんあると思うんだけど、今、堀川さんが言ったみたいな、まあ、その公平性っていう観点もそうだし、逆に言うと、その偏りみたいなものをどう積極的に考えていくのかっていう話もあるんじゃないかなという気はしましたね。技術的な話で言うと、それこそ、まあ、LLM って呼ばれるこういうラージラングエージモデルみたいなのを、まあ、追加のデータを学習させるみたいな、手法も、まあ、あったりするんで、ファインチューンみたいな言い方で、そういうのを使って、まあ、例えば、ある特定の建築家の言説を入れてみたらどうなるかとか、そういうトライとかは全然してみる価値はあるなとは思いますね。なんか色の話って結構、なんというか、僕、例えば、4年間働いてたフランスの事務所とかは、なんかもう、緑っていう色に対するなんかもう、ちょっと必要な執着があって、かなりこう、どの緑をどういうふうにどう使っていくのかみたいなことに対する、ものすごいこだわりがやっぱりあったんですよ。で、それぐらいやっぱ色って確かに面白いトピックだと思うから、なんか、今言ったみたいな、本当にこう、そこをこう、なんて言ったらいいんでしょうね。まだだから、ざっくりと色を扱いすぎてるみたいなところが多分単純に言うとあるので、なんか、言説と色みたいなものをなんかこうどう結びつけるのかっていうときに、もっと多角的なインプットがあってもいいのかもしれないですよね。で、僕はだから、言葉とか概念に紐づけてみたみたいな話のあたりは、なんかこう、面白い取っかかりにはなってると思うんですけど、もっとだから、複雑でもよかったのかもしれないなとか思いますね。とかもうちょっと単純に作品としてのその中に登場する色っていうものも、
チェックしてもよかったかもしれないし、それをと掛け合わせるものとして言語みたいな話があってもよかったのかもしれないし、なんかそもそも答えのないような世界の話を語ろうとしているので、そこにどうやって近づいていくのかみたいなところをもっとこねくり回しても面白かったんじゃないかな、みたいな。なんか、言いたいことわかりますかね。土台答えのない話をやっているから、もっといろいろな、本当このプロセス自体を創作的にもっとやり込んでもよかったかもな、みたいな気もちょっとしました。遊びがいはいくらでもありそうだな。そう。ビッグとしてはめちゃくちゃ面白いと思います。練れるところはまだまだいくらでもあるし、練った方が面白いんじゃないかなっていう。須田先生とか何かこれを見て思うことあったりしますか？色とか形態っていうのは、なんかアウトプット、なんていうか建築家にとってアウトプット、そこに向けて作る場合もあるかもしれないけど、なんかいろんな土地とかに自分たち、考え方も含めて合わせていって、で、出来上がるもので、ような気もするんですよね。で、そこかららしさっていうものを抽出すると、それは建築家にとっては不本意なのか、本意なのか不本意なのかどうなのかなと思ったんですよ。つまりそれは個人名が出てるから余計そう思ったんですけど、なんていうか、そのらしさを着せられることにもなるじゃないですか。なんていうのかな。多分それをすごく嫌がる建築家と、納得する建築家の両方がいそうな気がしますね。そうですよね。そうですよね。難しいところです。多分すっごい嫌がる人もいるでしょ。僕ハイローズの歌で人間らしくありたいだなんて、それは人間のセリフじゃないだろうみたいな歌があるんですよ。なんか、僕らしくなくても僕は僕なんだ。君らしくなくても君は君なんだみたいな。なんかそういう、なんていうか、らしさを外していきたい。らしさじゃなくて、らしさに行きたくない場合もありますよね、やっぱね。なんか、で、あるなと思ったり。いや、すいません。なんかでもさっき堀川さんがおっしゃってたような言説から紐解いていく、思想から紐解いていくみたいなことは、なんかそういう意味でも建築家に寄り添うという意味では、あるいはその建築家の考え方から学ぶという意味では非常に可能性あるのかなと思ったんですよ。つまりなんか、あるいろんな制約下でその建築家はその思想を反映させて作ってるけど、その制約下じゃない方に置かれなかった場合に、あるその言説からはどういったものが出来上がるんだろうとかを見ていくというか、その可能性を見ていくみたいなことがあるのかなと思ったり。でもすごくこのこと自体、今のなんていうんですか、今見せていただいている、これ自体が本当にいろいろ、なんかいろんなアイデアというか、遊びがいとか練り合い、なんていうんですかね、さっきいろいろなこと、木内さんも、堀川さんもおっしゃってましたけど、遊びがいがあるというか、いろいろなんかできる可能性ありそうだなと思いました。なんか、ちょっと付け足しますけど、さっきの話で、なんかこれ、やっぱ全部見ていくと、一番わかりやすすぎるのがやっぱザハなんですよね。なんていうか。そうですね。どう考えてもザハだろうってなるし、で、なんとなく色味の感じもザハだよな、みたいな。なんかで、それってだから本当、なんかフォーマルなパラメータがなんか決まっているし、そこに対する色のなんかなんて言うんでしょう、ブランドを作るみたいな概念がすごく徹底してるっていうのがよくわかるな、みたいな感じなんですよね。で、多分そういったものがない建築家ほど単純に言うとわかりづらくなっていて、で、なんかそのことが、なんつったらいいんですかね。その色っていうのがまだかろうじて僕本当に面白いのかなと思うことで言うと、なんていうか、こういうその言語みたいな深遠なコンセプトを構築し得る体系をある種平準化して数値に戻してしまう操作が色で表現するみたいなことだったりすると思うんですけど、それでもなんか色って、たかだか255段階のその
数字を3つ掛け合わせただけのものだけど、十分なんかその中に人間のその言葉に託そうとしている複雑さをまだ背負い得るものな気がするから、なんかこう、本当にこねくり回せば結構色をどう重ねていくかみたいなのが、この携帯の押し出しみたいな話と掛け合わさった時に何かもっと意味をこう生成し得るものになるような気もして、だからなんか、やっぱまだまだ本当その意味で、結構別になんていうの、この好評だから言ってるとかっていうよりは、色で考えるみたいなことは僕はちょっと面白いトピックなんじゃないかなってまだ思いますけどね。なんかそうですよね。現実世界だとやっぱこういろんなマテリアルとの兼ね合いで色が決まったりとか、光との兼ね合いとかもあったりです。なんかそうじゃないところから持って色をたどり着くというか。より言語的なものとして色を何か尺度として考えるみたいな話は面白いのかもしれない。さっき一つの、言説から一つの色に定まらないみたいなことを、発表で言ってたんですけど、それはこのマップには多分表現しきれてないなって気はしましたね。なんかもう場所が確定しちゃってるっていう意味でですけど、そこら辺の何か、配置の工夫だったり、インタラクションの工夫とかが、ゲーム空間だからこそできるような静止だけじゃない置き方みたいなのがあると、なんか表現の仕方として面白いかもと思ったりしました。井上さん何かあったりします？そうですね。なんかまず、この、なんですかね、押し出されているサーフェスの空間自体がなんか、入ってみると結構やっぱかっこいいなって思ったりとかしていて、で、ただなんか、今それのなんか、なんですかね、これがこの建築家だ、みたいなのがこうわかるような形でしかなんかね、こう見せられてないみたいなところが、なんかもうちょっとこう、空間としてものすごいこう、大スケールなもので、そこのスペースをなんか感じられるみたいなことをしたりとか、なんか一方向の押し出し以外の方向で空間をもうちょっと作るみたいなところに、もうちょっとこう、フォーカスしてもいいんじゃないかなってちょっと思ったりとかしたりとかしました。僕もそう思いますね。建築家らしさを抽出した物体そのものが結構面白いんで、なんか騙し絵みたいで結構面白いんで、なんかこの形の面白さを使った展示にしても良かったんじゃないかなと思います。なんかここしばらくチーム F のみんなのそれへの反応が全然返ってきてないけど、大丈夫ですか？ぜひ。僕らへのコメントへの。めっちゃざっくりイメージを説明すると、なんか結局中にあるものってこう、なんか若干偽物じゃないけど、なんかこう、そういう側面に閉じこもってて、で、なんかこう、虹色のとこから現実世界にされるみたいなのをイメージして、残りのワークで、外の世界とつながるみたいなのを配置してました。でもどういう場所にどういう感じでいったら、いろいろこう、なんか、面白いですね。なんか前、磯崎さんと話したとき、なんか、ワイカムって今、磯崎さんの建築の中で働いてるんですけど、どこが正面なんですかとか、なんかどこが、なんていうか、こう、なんか設計しているものとその受容される、どうそれを利用されるかってまた違うじゃないですか。設計者の視点と作られる。で、なんか、それはなんか最近の若い人はこう自撮りとかするでしょうみたいな、こう自撮りするときに撮ってる面が正面なんじゃないですかとかみたいな感じだったんですけど、なんか、なんか建築家の作ってるものの、その、なんていうか、なんか、そうね、なんか、それもでも含めて、なんかそれは磯崎さんらしいっていう感じなんですよね、多分ね。なんていうか、その見方も含めて。だから作ってるもののことの中にらしさがないだけでもない気もするというか。とか、あと一人の建築家でもそこいろんな多分その実践してて、多分その今ワイカムって3回目の
第3案が採用されて、磯崎さん、こういう並々なんですけど、第2案がザハ・ハディドっぽいなって僕が思ったんですよ。なんかすごい自由局面、もっと自由局面で、この天井から地下にガーっていくみたいな。でもそれをらしいって思っちゃったりとかしてるのもなんか違う、なんでなんだったっけなと、今、なんていうか思い直していったりとかして、なんかこう、でも木内さんが言うみたいに、ザハ・ハディドはやっぱり分かりやすい形態っていうのはあるんだろうなとか思ったり。すいません。でもすごくだから本当にいろんなアイデア出る、こういうふうになるのにすごくいいプロジェクト、チーム F? チーム F。いや、すごく可能性がいろいろあるなと思いました。そうですね。ありがとうございます。非常にいろんな問題定義をしてくれるさんということで、素晴らしいです。僕らもまとめきれてないまま何かこう考えながらものだったんですけど、なんかいろいろ議論してくださって、嬉しかったです。ありがとうございます。もう一周回したいです。ありがとうございます。以上でプレゼンテーションは全部、終わりです。ちょっと1時間押しちゃいましたけども、皆さん最後まで付き合っていただいてありがとうございます。総じて、僕から見たら、主に技術的な視点から僕は話すことになっちゃうんですけど、とても素晴らしい出来だったと思います。もう短い2週間っていう時間でここまで、ちゃんと人が入れて、歩き回れて、ちゃんと、なんですか、ある程度インタラクションもできるような空間になってるものができてるっていうのは非常に素晴らしいと思いました。ということで、一応メインの僕の目論見としては、ウーディニとかの技術、レベルアップの、が一応目的だったので、今後も一応 BEX の授業をやっていくので、ぜひそれも参加してくださいと。それは最後に僕からは言いたかったことです。あと、木内先生と佐野さんと津田先生からもちょっとだけ総括の言葉いただいて終わりにしたいと思います。じゃあ、木内さんからお願いします。はい。そうですね。なんか僕としては、なんていうか、総じて興味持ってたのは、やっぱりなんか、どんな本当に空間体験というか、そういったものができるんだろうっていうところを期待してきたところがあって、なんかそれぞれのチームにその面白さはあったなと思っています。特に、その体験ということに関して言うと、やっぱり一つ目のチームの、もう要は制御できないみたいな体験で、ああやって流されていくみたいなのは、確かにこれなかなか現実の空間じゃできないし、その万博がこう沈んでいくとか、なんかその人が経験できないようなものを経験するための場にバーチャルの空間がなるみたいなことは、すごく可能性あるなと思うし、僕は今後もちょっとそういった体験のデベロップメントみたいなことは非常に興味を持ったなという感じでした。で、その意味で、いいチームでしたっけ ?3 チーム目の、やっぱりなんかこう、ギブソンのその赤ちゃんのダイナミックタッチみたいな世界、全くわからない状態からこう世界に触れていって空間を獲得していくみたいなものも、まさにこういったところじゃないとなかなか再体験できないことなので、その意味でも、そのことには興味が湧きました。で、そういうことで言うと、B チームで言ったら、公表中にも言いましたけど、ボクセルみたいな世界観だから、なんか発生してくるその世界の捉え方とか環境の捉え方っていうのは、やっぱりなんかその空間のあり方として興味持ちましたし、で、さっきの色の話も僕は本当にまだまだ考えられることがありそうだなと思ったのと、その体験っていうことに、なんていうか、言語を体験するみたいな、詩を体験するみたいなことの、ある種抽象的なんだけど強烈な体験になり得るみたいなことに
タッチするみたいな、なんて言ったらいいんでしょうね。非言語的、非体験、非身体的な言語的体験みたいなものの可能性も見れたような気がしていて、なんかそういうことが全部一個一個のチームにその種みたいな面白いやつがあるんで、これはもう、堀川さんの目論見みとはまた別次元の話になっちゃうかもしれないけど、こういう空間スタジオみたいなやつやった方がいいんじゃないかみたいな気持ちにちょっとなりました。はい。なので、先生お願いします。非常に楽しかったです。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。みんなすごいよく頑張ってます。はい。じゃあ佐野さんからもぜひ一言いただけると。ごめんなさい。ありがとうございました。フーディニを使ってゲーム空間を作るとか、プロシージャルな手法で 3D モデルを作るっていう、技術的なハードルとか、技術的な習得に関しては、全チーム、2週間だってやったとは思えないほど、素晴らしいなと思っておりまして、で、特に生成系とかとフーディニを組み合わせて、モデルとか、あるいは展示の鑑賞体験そのものを作ろうとしているっていうチームもいて、それもゲームの性質をうまく利用できているなと思って、良いなと思いました。一方で、課題として出されていた、オルタナティブな万博の価値を作るみたいなことができている人は少なくて、万博っていうのを、万博を作るっていう、つまりその展示空間を設計するっていうことだと思うんですけど、展示空間、展示の体験を設計するっていうことだと思いますが、その見るものとか、動線とか、どのような未来を提示しているのかっていう点が、セットになって、そのゲーム空間を、その性質をうまく使いつつ、鑑賞物とか体験を設計できると、より良い作品になるんじゃないかなと思いました。以上です。ありがとうございます。次、津田先生からも一言いただいてもよろしいですか。はい、すいません、途中からの、ちょっと打ち合わせがあって途中からの参加になり、さらにワールドにも入らずにコメントして申し訳なんか失礼なことをしてしまいました。とんでもないです。かつ適当なことを言ってしまって反省しています。とんでもない。で、かつちょっと A、B のグループ、チームの作品もちょっとまだ見えてないので、またちょっとはい、そのワールドにフォートナイトに入って、で、体験して、また何か、コメントできたらと思っています。はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。最後、井上さん、お願いしてもいいですか。僕ですか。はい。はい、井上です。ありますね。そうですね、2週間のワークショップでここまでのものが作り上げれたっていうのがまず本当に素晴らしいと思いますし、実はその前段階でずっと各種堀川さんのフリーの授業をしてきたんですけども、その中で、なかなかやはりフーディニというものが難しく、その中で何ですかね、アウトプットみたいなところもなかなかインプット量に対してアウトプット量がなかなか取れないみたいなところもあったので、ここでの試みっていうので、皆さんがまず一つ成功体験として自分のワールドを作ってあげれたと。そして、先生方にちゃんと公表してもらえたというところを、そこに対してちょっと自分自身で自信を持っていただいて、本当にはすごいと思いますので、チームの皆様に関しても自信を持っていただいて、また次のステップで、またちょっとワークショップを企画しておりまして今年度中にまたワークショップを企画しておりますので、その時にまたお手伝いというか、サポートしていただけるとありがたいなと思っております。その時は、学生として参加っていう形ではなくて、TA として参加していただいて、で、参加するのはそれこそ一般の方々みたいな立て付けでできたらいいかなと思っております。はい。本当にお疲れ様でした。お疲れ様です。ありがとうございます。こういう感じで三者三様、全然見方の違う人に集まっていただけたのはすごい良かったなと思ってます。ちょっと僕だけだと技術寄りの話ばかりになっちゃうんで。っていう意味で、皆さん、公表者の皆さんも
大変ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。では、本日は以上となります。皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。